始まったかな。始まりました。はい、さあ始まりました。始まアンったよ。ポンタンラジオでございます。げんちゃんでまいちゃんーす。です。はい、このアンポンタンチャンネルは私たち売れない役者の日常やげんちゃんのダイエット動画などなどいろんなさまざまな動画を上げてるチャンネルになります。マイコ緊張しております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと僕らも急にパッと思いついてやったわけじゃなくて、まあちょっと僕らなりにね準備して、リハーサルっていうと大げさだけどさ、予行練習もしてそうだね、やったりしたんだけど、まさかのミス。ミス？いきなりの始まったかな。だからあれじゃこれ画面で切り替わったら始まるよってあんなに説明してたのに、まあこれ慣れるまではね。なんかね、でも今日ちょっと学んだので、そうね、どうしてもね生配信だとこういう感じになっちゃうのかなっていう。それはなるよ。だって初めてだしね。そうそう。まさかでも一番ここは結構俺入念に、台本って言ったら大げさだけどこうなってこうなってってさ、パソコンの僕は操作してるから分かんないじゃん、結構入念にやったつもりだったけど、始まったかな。バカっぽいところからスタートしちゃったっていうね。はい、早速高評価ありがとうございます。いいねつけていただいて、視聴4人の方見てくださってありがとうございます。いいねをね押していただけるとおすすめに上がりやすくなるらしいのでね。そうなんだ。はい、すごく僕らに対してすごい嫌いだ、反抗的な気持ちがない限りは押していただけたら幸いでございます。なんか逆に低評価がさ増えたら上がるんかな、どうなんだろう。なんかね、わかんないけど、まあでもそれ言うとさ低評価じゃあ押しちゃえってなると嫌だけど嫌だね。どっちにしろなんか盛り上がってるみたいなカウントにはなるみたいだよ。なるほど。そうじゃあまあなんか低評価は嫌ですけど、できればね、そうだね、高評価で押してもらえたら嬉しいね。それはまあそうですね。どちらにせよ。プリンさんありがとうございます。まいちゃん可愛いだって。ありがとうございます。嬉しい。結構ね久々にしっかりメイクしました。これでも。俺はげんちゃんメイクしてなくても顔濃いよね、なんかね。僕も可愛いって言われた。げんちゃんはね顔のパーツが真ん中に寄った球心顔なのでね。そうですございます。地獄のみさんによく似てると。懐かしい。この番組これ言ったっけ？ボックスまだ言ってない。じゃあどんな一応はいアンポンタンラジオというのをねちょっとまた今後もできれば毎週続けてやっていきたいなと思っておりまして、このアンポンタンラジオというのはボックスの中から1枚紙を引きまして、それについてお話をするという番組でございます。ちなみになんですけれども、毎週木曜日でいいですかね。そう木曜日で、一応ね初回は10時から始めさせていただきましたが、もしかしたら事情によってちょっと前後するかもしれないので、それは私のツイッターとか見てもらってそうだね、告知して、だいたい10時から12時ぐらいの間で始めて、数時間やれたらいいなって感じですよね。皆さんのね、寝る時の暇つぶしにしてもらえたらそうだね。何を考えたの？なんかいろんな言葉探したんだけど、寝る時の暇つぶし、寝落ち用とかにね。すごいシンプルな言葉。一応そういう感じでやりたいっていう話だったのね。なので何にでもいいですし、アーカイブも残るので、後から見てもらってもいいので気軽な感じでぜひ見てください。お願いします。ヤガはなんて読むんだろう。私のmy friend。My friend? Your friend? Wow, your friend. Hi, I am 他人です。なんていうのこれ。舞台も見に来てくれてるから。そうなんですか。ありがとうございます。ゆうちゃんでございます。ゆうちゃんって言うんですね。ありがとうございます。ヤッホー。コメントヤッホー。いつもありがとう見たりしてくれて。ちょっとでもなんかもうこのさ、オープニングの段階でさ、第1回目だからかもしれないけど、一応テーマ用意して、話がなくなったらどうしようっていうのでいっぱい書いたんだけど、なんか喋ってられそうじゃない、だってまだ紹介してないもんこの辺。そうでしょ。いろいろと段取りが一応ね簡単に決めてあるけど、まだね全然進んでないよ。どうぞまいちゃんがこれまいちゃん主役だから。じゃあとりあえずちょっと乾杯ここら辺でしようかなと思って。乾杯？乾杯なんかあるんですか？皆様との出会いに乾杯でございます。わあ、君の瞳に乾杯。なるほど。そういう言葉あるじゃん。
はい、ということでちょっと私たちね、ラジオ配信といえどゆるゆるでやらせていただきたいなと思うので、今日は氷結のリンゴをはい、お疲れ様です。乾杯、お疲れ様です。皆さんよろしくお願いし乾ます。杯。あー、美味しい。美味しい、飲みやすいね。僕ね、ストロング苦手なの、氷結でも。ストロング系だと飲めないけど、こういうやつだと飲める。めっちゃ悪酔いしない？ストロングはね、そうだね、ちょっときついな。まいちゃんお酒強くないからね。そう、すぐ顔が赤くなっちゃうね。もしかしたら下手したら後半顔真っ赤でラジオ配信してるかもしれない。赤くはなるかもね。別に酔ってなくても顔赤くなっちゃうもんね。そうそう。その後白くなると危ないんだよね。ちょっとね、そう、そこになってくるとね、気持ち悪くなってきちゃったりね。まあありますよ。そう、確かにね。これも紹介する？はい。一応ガスト、ウーバーイーツで贅沢にガストで。はい、ポテト、なんか普通のポテト頼んだって玄ちゃん言ってたけど、なんか甘口カレー味みたいな。いや、そうなんですよ。不思議な粉がついてる感じですね。ちょっとね、これ始まる前に、まあ、ちょっと僕も準備遅かったんでバタバタしちゃったんですけど、ちょっとだけ喧嘩までいかないけど、なんか、カレーになってたよってまいちゃんが言って、でも僕は何にも選択してないから、ただのやみつきポテトを選んだつもりだったの。でも、いや、玄ちゃんが選んだからこうなってんだよ。レシートもそうなってたって、なんかこう理論攻めされて、準備しながら、俺ちょっと嫌な気持ちになっちゃったから。ちょっとなんか責められてる気がするなと思った。なんかちょっと面白いコメント見つけちゃった。エレクトの飼い犬さん、コメントありがとうございます。玄ちゃんだけいい椅子ですね。本当その通りです。もう私だけ簡易的な椅子で。いやいや、これはあれなの。ゲーム配信とかしてるから、まあこういうたまたまコーナーだけで。まあね。別にまいちゃんもこれ見えないけどいい椅子ですよ。いいパイプ椅子じゃん。まあいいパイプ椅子でございます。俺もう肘掛けもあるからこれ。いいよ、じゃあこっち使っていいよ。ありがとう。何なんだろうね、この感じね。じゃあもう早速これもう飲みながらボックス引いていっちゃいますか。そうですね、早速行ってみましょう。はい、ではボックスの方引いていきましょう。まいちゃんお願いします。はい。はい、テーマ、最近ハマったこと。おー、ありがとうございます。誰にありがとうございますかわかんないけど。僕はね、これパソコン打ちながらやる。はい、玄ちゃんは作業しながらね、ちょっとやっておりますのでご了承ください。ということで、最近ハマったことという、はい、これはいかにも玄ちゃんが書いた、見えるかな？俺かな？玄ちゃんの文字です。すっごい汚い字。でもそれさ、あれじゃん。僕以外の人が書いてる、男性が書いてるやつもあるじゃん。それじゃない？男の字だから僕って決めつけてる。あ、そっか。玄ちゃんはね、3匹の子豚ラジオというチャンネルも持ってて、そっちでラジオ的な動画をね、結構上げておりましたので。だって書いた覚えがないもん、最近ハマったこと。じゃあね、お友達かもしれないです。はい。最近ハマったこと。ずっとエコーかかっちゃった。だからまいちゃんエフェクト見て僕忘れるからって教えてって言ったじゃない、もう。まだね、そういうところがあります。はい。まいちゃんはなんかあんの？最近ハマったこと。最近ハマったこと、まあね、結構さ、私地元のラジオ局でもね、FM 熊谷でもちょっと活動始めて、そこでもね割とね話してんだけど、結構 K-POP が最近ハマったというか、まあここ最近というよりかは1年前くらいから、で K-POP でもそのサバイバル番組みたいのがあって、そのサバイバル番組で日中韓の、私も前も動画上げたんですけど、まあガールズプラネット999っていうサバイバル番組。違う999じゃない。ククク。それ韓国の言い方なんです。韓国はガールズプラネットクククみたいな感じなんだけど、そうだけど、まあ日本ではガールズプラネット999っていうサバイバル番組を見てハマって、アメバ TV かなんかでやってたかな。まあ玄ちゃんもちょっとね見てもらったりしたんですけど、まあ玄ちゃんは最後までは見てないよね。ちょっとね、1話1話が長いんだよね。まあそう、長かったね。2時間くらいあったかな。そう、まいちゃんほんと一気見してたけど、でもほんと初回とか2時間くらいあったんじゃない？あったあった。面白かったけど、ちょっと遠のいちゃったね。なんかまあ大体20歳前後の子たちかな、がまあ本当若い子だと中学生くらいの子もいるけど、まあそういう子たちがまあアイドルになりたくて目指すような番組なんだけど、みんなやっぱ経験があることが多くてレベルが高いっていう、で元からプロで活動してたよみたいな子もいて、まあその子たちが出てるサバイバル番組に去年ハマって、
でついにその子たちがデビューしたんですよ。そう1月のなんて名前3日かなの？ケプラっていう。ケプラそうそう、はいはい、KE で1が入る数字の1が、ケプラみたいな感じで、まあそこまで別に詳しく知りたいけどケプラって調べれば絶対出てくるくらいもう今話題になってます。でそのケプラのデビューシングルかなんか新しい曲が、わだだみたいな、だわわだったかわだだだかおばさんみたいなところ出ちゃったけど、何一人で笑ってるの？わだだわだだっていう、まあ、曲を出して、それがねめちゃめちさかっこいい。わだだってやる。それにハマってんだ今。そうそう、ちょっと振りも覚えた。じゃあリンゴさん最近何してたのって。じゃあ、ずっと K-POP 見てたまえちゃんは。そうサバイバル番組はもう結構前に終わったから、もうずっとそのケプラとかの動画とか YouTube で見たりとかね、暇さえあれば YouTube 見てたね。これだから最近何してたのって言われるってことはさ、動画全然上げてなかったじゃん。なるほど。だから、心配してくれてたのもあるんじゃない？まえちゃん。一応まえちゃんのチャンネルじゃない、一緒に僕こうやって出たりはしてるけど、だからやっぱみんなあいつ何してんだろうって多分なってると思うよ。なってるかもしれない。まあ相変わらず12月は本当に工場バイトが忙しかった。まあそうだ。ラジオも始めたしね、まえちゃん。ちょっと忙しかったね、ラジオの方が。もう基本的に工場バイトのシフトは今までと変わらずで、それプラスラジオの本当にそのパーソナリティ活動も始めたから。でそのラジオの方も一回一回さ、1時間とかですらもうめちゃめちゃネタを考えなきゃいけないじゃない。その地元のコミュニティ FM なので話すこともね、地元でっていう限られるからね。そうそう、地元の町のためにっていうのがあるから、自分は知らないことがまだいっぱいあるから結構自分なりに一生懸命やってたっていうのもあって、だからまあちょっとね12月はせわしなく忙しかったね。そう YouTube のことは考えられなかった。てかこれね、まあやっぱね編集が大変なんだよね。今日はやっぱまえちゃんがやって一緒にねやろうねいろんな企画とはなってたけど、始めてすぐさ、もうできなくなっちゃったじゃん。それは僕もゲームスっていうね、僕はゲームの YouTube のチャンネル自分でやってるんですけど、まえちゃんでこっちのさ動画編集まえちゃんがやってくれてるわけじゃん。そうだね。ちょっとさボイスボックスが見つかりません。なんかこれがね棒読みちゃんが起動しちゃうんだよな。まあ起動しちゃっても別に今回初回なのでちょっとそういうトラブルあっても大丈夫。じゃあもう起動しといていい？棒読みちゃん。いいよいいよ。なんだけどそれでちょっと動画編集ねしなくても済むんじゃないかなってことで、今回こういうのをやってるんですよね。そうなんです。はい。編集生配信だったらしないだろう。でも何も活動してないとさ、何してんだってなっちゃうもんね。なっちゃうからね。まあね、げんちゃんはね結構ゲンゲームズっていうアカウントの方でゲーム実況配信をね一生懸命やられてたからね。やられてる。他人行儀な。急に他人行儀な言い方。いやまあ一生懸命やられてたから。やられてたよ。クロワンさん工場プラスラジオプラス遊びで忙しい。いやそりゃそうじゃないですか。まあね、そうそう。まえちゃんが工場で働いてるっていうのは結構もう周知の事実なんだ。YouTube も上げてるしね、工場女子っていう感じで上げてるし、そう本当工場ラジオ遊びはねでもね意外と遊んでないかな。どうなんだろう。だけど工場とラジオを、一生懸命やってるから、本当に空いた日っていうのはゆっくりも休みたいみたいな。ずっとなんかさ休日に電話するとさ、今日何してたのって言うとさ、ずっと寝てたっていうマジで疲れんだって。いやでも確かにこれぐうたらしてるフォローするわけじゃないけど、本当にすごいんだよね。去年ラジオ始まってから研修もあったから、多分やるもっと前何ヶ月も前から、工場で働いて、でその後ラジオの研修とか今はラジオ行ったりとか、そうだね、ずっとやってるもんね平日。本当にね、そうもっと世の中で忙しい人もいるから、私も甘ったれだとは思ってるけど、大きな声では言えないけどね。そう言えないけど、でも本当になんか研修の時はね割とね、工場はなんて言うんだろう、コロナもあってちょっと仕事量が抑え気味というか少なくて午前で終わったりとかあったから、むしろちょうどよかったんだけど、12月がすごい繁忙期とかで、久々にね結構
ご飯とか帰省とかする人が増えたからなのかわかんないけど、まあ12月忙しくって、っていう感じだっただけで、まあ1月はちょっと落ち着いてくるかなっていうことで、まあ YouTube をまた改めて気持ち新たに頑張ろうかなっていうところ。まあそうだね、いやゆうさん、まいことげんちゃんさん、ゆうさん。そう、ゆうさん。面白いゆうさん。げんちゃんさんが無理しない程度でいいよ。ありがとうございます。ありがとう、優しい。本当に。僕のゲームズでいつもこういう優しいコメントの時、俺ナイスですとするんだけど、ちょっとこれも作っとこうよ。そうだね、ナイスですボタンね。優しいコメントとか、すごい好意的な人には俺ナイスボタンを押すようにしてんの。ああ、いいね、そのシステム。そうしたらどうなったと思う？俺のチャンネルまだ全然少ないけど、みんないい人になったからもうみんな優しいよ素敵なチャンネル気づくよいや本当に優しい。やってるゲーム自体がね、まあ最近ハマってることって内容なんだけど、僕は、ゲームスっていうね、ゲーム配信となんだけど、やってるゲーム自体がもうハマってるから、やっぱりそのね FF40 っていうのをやってるんですけど、そこでやってる人たちのね、多分民度が高いんだと思う。嫌な人が本当いない。あ、そうなんだ。今んとこね、それは中にはいるだろうけど、すみません、アイコス僕吸うんで。あ、すいません、失礼いたします。まいちゃんポテト食べね。あ、そうだね。ちょっとポテト食べながらちょっとはいのんびりやらせていただきます。皆さん、マイコ緊張しております。なんかカタ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 っていっぱい喋るからちょっと、でもさラジオやってるじゃない今、まあハマってることっていうか、これからもちょっと頑張って続けようとしてることではあるじゃん、今もこういうラジオではあるじゃん、どうやっぱ違う感覚的にやってて。いや全然違う。何が違う？なんかやっぱりね、自分を売るようなラジオではないからさ、一応目的があって街を元気にするっていう目的がある上でのその熊谷市と行田市のためのラジオだから、なんかやっぱりこのことは言っちゃいけないなとか、こういうこと言った方がいいなっていうのが、あんまりここではあんまり話せないけど、そうまあ会社の取り決めというかルールですね。そういうのをさ分かった上でやってるから、なんかいろいろそういうのも私が考えすぎかもしれないけど、いろいろ深く考えちゃうと。なんか多分私のいいところはそんなに出せてないのかなっていう、自分で言うのもあれだけど、熊谷 FM が、まだ多分ちょっと緊張しちゃって、100% は出し切れてないなっていうのはあるから、まあそれはもうちょっとラジオ慣れして、なんていうの分量っていうかこういう感じっていうのもなんか分かってきたら、まあもしかしたらもうちょっといいものを提供できるのかなと、ちょっとまだ試行錯誤の段階かなっていう。まあ、一緒にやってる人がさ、こう噛み合う、まあ別に皆さんすごいもう慣れてらっしゃる方だろうけど、単純にその人と合うか合わないかとかもあるだろうしね、自分が合わせられるかも含めて。もちろんそれはね、パーソナリティ同士の相性もあるのかなとは思う、やりやすい人とかもいるし、もしちょっとこの人とどうだろうって思ったら意外とあったりみたいな、そういうこともあるし。FM 熊谷で誰が嫌いなの？嫌いとかないから、本当にそういうこと言わないでマジそういうことマジでないです。でも本当にこれマジで基本的に今は嫌いだなって思う人はいない。いやだ本当にありげな感じの顔してるんだけどマジで本当になんでだってほら舞子さんはいじられキャラだから、ほらみんな周知の事実じゃないやっぱり。はい、こうやっていじってきます。でも本当に今はいい環境でやらせてもらってて、なんかその温かい環境のおかげで行くのが苦になってない。だけど、ね、楽しそうだもんね。そうそう。なんかただただ自分との戦いすぎてすごいマイナス思考だから、なんか今日もうまくいかなかったとか毎回反省しちゃったりするんですけど、これってさ、その何を目指してんの？その、今日できなかったなっていろいろ反省点もあるけど、その目的、としてる場所ってどこなの？自分がいいと思う場所。そう例えばこう、その地域をさ熊谷市を紹介するわけじゃない、もっと熊谷市のことを知らなきゃ、もっと熊谷市を知ってほしい、もっと熊谷市を好きになってほしいっていうのが最終的な目標なのか、もともと始めたのはさラジオっていうものに興味があってさ、一緒にやったりしてたじゃん、楽しかったりして、やってみたいでこう面接受けに行ったりとかが始まるじゃん、熊谷市を紹介したいではなかったじゃん、そうだね、始まりはそこではなかった、企業の目的は熊谷市なんだろうけど、舞ちゃん自身こうどうなったら何がこうできてないって思うんだろうと思って。
。なんかやっぱり、今はねこういう何でも喋っていいところだから、適当なことでも何でも言えるけど、やっぱりなんて言うんだろう、うまく喋れないんだよね、こういう風に。ちょっとじゃあルールにまだ慣れてない部分が。そう慣れてない部分があって。本当にだからなんかそれでちょっとこういう表現はいかがだったかな、いかがだったかなってなんだろう、でもよろしくなかったかなとか、ね、よろしくなかったかなとか、もうちょっと違う言い回しもできたかなとか、ちょっと否定的なことを言っちゃったかなとか、なんかね自分の中で反省しちゃうことがやっぱどうしても毎回ある。発信する側としては気にするか。でもプリンさん、愛ちゃん雪が降り積もっております。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。皆さんもね、寝ながらとかこれ聞きながらぼーっとでちょっと音量ちょっと大きめにしてあると思うんで、音量下げてね、そうだね、うっすら聞こえるぐらいで、BGM 代わりに寝てってもらえたら幸いでございます。はい、本当にゆるくね。今のさ、なんか言い方、もちろんそういうルールがあると緊張するだろうけど、言い方悪かったかなとかってさ、本当に思ってる部分あるじゃん、悪いつもりで言ってるか、本当にその人のことを思って言ってるか、その人のことを思って言ってるつもりが実は自分のことばっか考えて言ってたよなってこともあるじゃん。ある。だからそれで相手に悪く伝わることはあるから、けど自分が本当に悪いつもりじゃなくちゃんといいつもりで言ってる言葉は、なんか言葉のあれに限らず伝わるような気が俺はしちゃうから、なんか手段でしかないというか、言葉はでも大事だけどね、言い方で悪く、でもさ、言い方悪い人って大体ちょっと悪く思ってたりすんのよ。なんかなるほどね、本当に悪気なく言っちゃってっていう場合もあるけど、なんか原因はあると俺思うんだよね、その内側に。私も悪く言おうとか、ここすごい嫌いだっていう気持ちはなしで喋ってはいるけど、この表現人によってはちょっと嫌な風に聞こえちゃったりすることもあるかなっていう、まだ言葉のボキャブラリーがただでさえ少ないから、なんかちょっとそういうことで悩むことはある。なんか体裁でしかないっていう、大事だけどさ、体裁もなんかしかないような気はするけどね、その硬い言い方がいい悪いっていうのは。はい。ディレクトの飼い犬ケイニさん、アンポンタンチャンネルで 100% のマイコちゃんが見てみたい。さ、これね、やるときに、コメントは基本僕が拾うよって言って、でまいちゃんはもうとにかく自由に喋ってくれればいいよって言って、今2人で喋ったのにこっち側にね、コメントがあるんですけど、なんかこうやってぼーっと見て、とか全然今喋ろうとして、俺を無視しないでこっちに気を取られて、急にびっくりした。これはお聞きの方もあれかな、この棒読みちゃんは。そう、棒読みちゃんの声は聞こえてる。でこれゼロにすることもできるけど、そっかそっか、一回切っとく。ちょっと気になっちゃうから。俺はさ、ゲーム配信でずっと棒読みちゃん流してるから、もう慣れてるから気になんないの。でも確かに最初の頃ってなっちゃった。ちょっとそのね、棒読み慣れをしてないからね。エレクトの飼い犬さんはね、ゲームズでやってる時に来てくれてた方だで、プレゼント企画をやったんですよ。その時にFF40 プレゼントさせていただいた方ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。その説はご応募いただきありがとうございました。ありがとうございます。アンポンタンチャンネルで 100% のマイコちゃんが見てみたい。どういうことだろう、 100% のマイちゃんって。もう今じゃあ 10% ぐらいに見えてます？違います 100% パンパンもうでも実際さ、銀ちゃんはね、私のさ裏も知ってるわけじゃん。裏っていうと悪く聞こえるけど、それこそ言い方裏悪く聞こえるけど、こういうとこなのよね、素の部分というかね。そう、素の部分知ってるから、そう考えると 100% ではないでしょ。まだちょっとさ見せてるところがない。なんかさ、よく見せようとしてるところ。ちゃんと喋ろう、悪いことじゃないんだけど、ちゃんと喋ろうとしてるなって思う。そうだってさ、舞ちゃんって本当に適当なボケしてくんの。なんか本当わけわかんない。俺真似できないもん今。例えばっていうのはできないけど、例えばおえこれさ、人前でやられたら困るでしょ。そんなことしたことないじゃん。例えば、これやられて困るやつを二人きりの空間でやってってずっと一人で笑ってるタイプだから。そうだね。俺疲れちゃうもん、舞ちゃん。なんか銀ちゃんは何でも突っ込んでくれるから、いや、そんなことないよ。だからなんか何でもしていいのかなって思っちゃう。かといって無視したりさ、
ああみたいな感じでやるとさ、ものすごい寂しそうな顔するじゃん。そうだね。で家でね、一番末の妹に、なんて言われたんだっけ、家族で一番浮いてるよってマジでその話こんな笑う人いないよ。マジで性格悪いな本当に。それ、妹ちゃんとテレビ電話で喋ってる時にさ、もう舞ちゃんほんとふざけてお家でも多分素じゃない？そうだね。でそういうふざけたりするところっていうのは外ではもう本当に出さないタイプだから、だから家族に通じると思って妹ちゃんとかにその話したらさ「もうそうだよ源さん言ってやってよ」みたいな、だから舞ちゃん家族で浮いてるんだよって言った時、そんなきついワード妹ちゃんから来ると思わないから、もう笑っちゃって本当ひどいよ。いや面白い。それ笑ってのもひどいよ。あ、そうだね。まあでも笑った方が救われるでしょ。これをさ、それ聞いた時にどうしようやばいどうしよう舞ちゃん傷ついてるって思われたら、でも気にしてないじゃんそんなに舞ちゃん。まあ気にしてない。だって浮いてると思ってないから。妹に対してはさとか家族とかに対しては結構鋼のメンタルで接してるよね。そう？なんか結構気にしいで、あ、大丈夫ですか大丈夫ですかみたいな、外ではそういう感じだけど、俺だったら傷ついちゃうけど、なんかへっちゃらみたいな感じだもんそういうこと言われても。なんかさ、これ言っていいかさ、妹たちわかんないけどさ、この間玄ちゃんもいる場所でさ、その妹もいて、で私が工場バイトのバイト先で、3姉妹で一番誰が可愛いのみたいなそういうことを聞かれ言ってた。まあ、一番可愛いのは私ですかねみたいなことを、そう言ったんだっていう話をね、したの。そう、一番可愛いのは私、でスタイルは次女、でユーモアは三女って言って誰も傷つかない言い方は私は一つも言った。傷ついてるってそれね、妹ちゃん一番末の妹ちゃんがユーモアって言われてたんだけど、だってさスタイルもさ顔もビジュアルの話じゃん、自分だけ急にさユーモアって言われたら、ビジュアルないんだ私って思うじゃん。いやいやいや、あれは傷ついてたし怒ってたもん。だって舞ちゃんマジで本当己を知った方がいいよって言われてたじゃん。己を知った方がいいよって妹にまさか言われると思ってなくて私めっちゃ笑ったらガチギレしてるからさ。舞ちゃんってね多分外では出ないだろうけど、なんて言うんだろう、傷つくと思ってなかったって言って、傷つくこと言ってるよ。そう、それよく言われる。いやそう、でそれが俺はやっぱうちに問題があると思うタイプだから、言い方とかじゃなくて、そういう風に思ってるところが問題あると思う。なんか原因があるわそれは。なんか原因があるんだ。だって僕だったら怒っちゃうもん、あんなこと言われてなんだよなんて性格が悪い性格悪いのよ。そうそう、みんなに知られてほしいでもまあ多分ねみんなね、私のこと性格いいと思ってるよ。そうそうそう、いい人で人畜無害って思ってる人が多いけど、そうじゃないんだということは知ってほしい。ただ、めちゃめちゃ性格悪いそういうところもなんかね笑えるぐらい性格悪いところもあれば、とにかく優しいのはそう優しさを兼ね備えた性格の悪さ、優しいは本当に優しいと思う、だから大丈夫ですよ、ご安心ください。玄ちゃんの最近ハマったこと気になります。僕はですねさっきもねちょっと話したんだけど、やっぱ FF40 ゲーム配信がもう一番ハマってますね。なんか配信をさ頑張んなきゃじゃなく、生配信ライブ配信でやってるから編集がないじゃん。もうとにかく YouTube 続けていくのって編集が大変じゃない。そうだね。でまあその中でちょっと編集した動画載せたりとかはそんな苦じゃないんですよ。なんか生配信でこうアーカイブが動画が溜まってくんで、とにかくなんか楽しくゲームやってたら、YouTube 続けれてるっていう感じですね。だからもう本当にゲームが一番ハマってます。まあ元から玄ちゃんゲーマーだからね。まあでもそんなここ 2,3 年だよ。なんかすごい言うけどDVD から多分ゲームに最近またハマり始めたんだけど、ゲーマーってほどじゃない。まあ最近はちょっと設備的にはねゲーマーチックにはなってきたね。配信したりするから。なんかゲームその DVD やり始めた頃とかは「デッド・バイ・デイ・ライト」だっけっていうゲームがね、まあ今結構芸人さんとかも配信とかしてますけど、めちゃめちゃしてる。昨日もしてた。してた？加納栄光さんがしてた。やっぱね加納栄光めっちゃしてるよね。100何万人とかいて、見てる人がもう深夜だよ、1万人とか見てんの。すごい1万人見てるの。いやすごいすごい。でもう一人有名な女の子で三田寺ちゃんっていう子が
DVD 配信してるんだけど、その子も有名なんだけど、栄光ちゃんが1万人で、三田寺ちゃんが1000何人とか、だからそんな差が1000でもすごいんだよ、そんな差があるんだって思った。いやだけどね、女の子の方がさ視聴者が多いイメージがあるけど、あったけどやっぱゲーム配信に関してはまあね、狩野英孝さんも結構ね、有名な方だから。やっぱねチャーミングだからじゃない？確かにチャーミングだよね。狩野英孝ちゃんってさ、英孝ちゃんなんか見てて面白いしチャーミングだし、やっぱまた見たくなるんじゃないかな。見たくなるかもしれない、そう、その DVD やってた時なんか、マジでさ夜から朝くらいまでやってなかった？なんか YouTube 開けば玄ちゃんがライブ配信してるみたいな。それはもう全然あれなんですよ、ゲーマーなんてそんな、ちょっとゲーム好きなおじさんぐらい。だってゲーム好きってさ大体さ、せいぜい 2,3 時間じゃない？なんかっていうイメージで私は今までいたけど、だからまいちゃんがゲームしなさすぎるから、そう思うだけで、全然僕はもうほんとつまむぐらいよ、ゲームつまんでますみたいな感じですよね。そう思えないですね。別にでさ、なんかそのあれを込めて文句を込めて言ってきてるじゃん今。そんなことない。ゲーマーだねみたいなさ、違う、その別にゲーマーだったとしてもいいじゃない。いいですよ。なんかそうゲームやるなみたいな。チャンティさん2人の動画もっと出してほしいですね。でね、はい、ちょっと音量大きかった。ごめんなさい。じゃあこのさ、音量メーターが赤になっちゃったから俺大きい声出しちゃった。なるべく声を抑えてんだけど。まあ夜だからね。そうそう。これを毎週木曜日、なんか出しといてもいいね今度。毎週木曜日10時からかな、大体目安なんですけど、生配信ということでね、僕らはね動画の編集が苦手だということで気づきました。苦手でした。はい。まあした方がいいんだけどね、見やすいし。だからそれを動画の編集できずに空いちゃうぐらいなら毎週こういうことやって、手が空いた時に動画の編集していこうということでね、もちろん動画の編集ももちろんしていきます。ということでこれは毎週やっていく予定なので、ぜひぜひもしチャンネル登録していない方いらっしゃったらね、通知だけでも行くようにチャンネル登録していただけたら幸いでございます。お願いします。もう本当に1時間2時間、長くて3時間ぐらい喋って、みんなが徐々にこう寝てってくれれば、この配信見ながらそういう寝落ちの配信を目指してるんでしょ。目指してる。これまいちゃんがやりたいって言って、僕は生配信してたから、準備は僕がやったけど、まいちゃんのいろいろ提案でね、やってます。まあね、そうちょっと試行錯誤しながら、嬉しいね。これチャンティさん2人の動画もっと出してほしいですとか待っててくれたりとか、2人のって言われるの僕も嬉しい。なんかしかもチャンティさん、玄ちゃんの最近ハマったことって興味を持ってくれてるのが嬉しいよね。嬉しいよね。自分に興味を持ってくれることは嬉しいこと。嬉しい。そう、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。チャンティさんはなんかハマってんのかな。ね、なんか聞いてみたいよね。みんなのハマってること。エレクトの飼い犬さんに関しては、FF40 って答えてくんないと僕は納得いかない。なんで？プレゼントしてるからやっててほしいよ。いいでしょう。FF もうあったかもしれないよ。いやこれでなんか。マイクラですって言われたらちょっとマイクラやめてください。いいでしょ、その時のブームがあんだから。いいか、確かにいいな。いいですな。それぞれだった。ごめん。ブラジルさんお邪魔します。こんばんは。ありがとうございます。ぜひぜひゆっくりしてって寝てってください。寝てってください。クロワンさん、夜からが本番だよ。確かにね、夜から本番かもしれないけど、僕らもちゃんと夜眠くなるからな。そうちゃんと眠くなる。でも最近はもう夜型でしょ。いやそんなことないよ。本当に。だいたい10時とかに起きて、バイトがあるんでバイトして、で夜配信したりっていうやつかな。だって配信12時過ぎくらいまでね。そんぐらいでも2時3時ぐらいに寝るとか。そっかそっか。7時8時に起きてたらその時間は無理だけど、10時とか9時10とかくらいに起きるから、全然余裕。なんか玄ちゃんはね、バーテンの経験があるからさ、その時とかは本当に昼夜逆転だったわけでしょ。みんなこんな丸々とした顔してるんですけどバーテンダーっていうね、いわゆるこうシェイカーを振るね、こうお仕事を僕はしてたんですけどねえ、まあ私が初舞台の時玄ちゃんが主演みたいな感じで、そういうつながりが一応あるんですけど、
その時はねこんな丸々はしてなくって、むしろなんかちょっとかっこいいなくらいの。なんか俺のさ画像ってないのかな、ね、ここに過去画像とかをさ、こういうのさここに表示させたいね。生配信だとそういうのさ見せれるじゃん、見せれるね。でもそもそも細い時の画像ないんじゃない？もういや結構古いやつがどっかにあると思うんだけど、携帯中かもね、携帯中かもしれないね。携帯だとね、あれなんだよね。なんでこれ見れないんだろう。なんだろう。あ、大丈夫？大丈夫。あ、いいよ、喋ってて。俺、今探してるから、自分のかっこいい時の写真探してるから喋っていいよ。かっこいい時の写真、別に見たいってあんま思ってないじゃない？思ってるって。これもう、多分バババババって言われて、見れるまあね、それはまあちょっと次回とかにでも表示しますか。まあもしすぐ表示できそうだったら玄ちゃんがこの配信の間にしますので。いやめちゃめちゃ、はい、俺が一番いい写真はね、まあだからそれはさ僕が、舞ちゃんがやっぱ主役で喋ってって言ってたじゃない、基本は僕がこう作業したりするから、舞ちゃんはやっぱつなぎでちょっと喋れるようにした方がいいと思うんだ。いきなりここで説教みたいな。だからこういう時にやっぱもちろんです。あ、いいですよ。じゃあ私が話しましょう。これ見れるかな。何。一応これ僕が痩せてて一番かっこよかった時のこれ。しょうもな。クソしょうもな。マジで。今見てる人みんなしょうもなって思ってる。これお兄ちゃんが書いてくれた。ちょっと合わせるな。でも上手だよね。お兄ちゃん書いてくれたの。これをね、なんかのアイコンで使いたいんだけどね。いいね、なんかいいですね。いろんな人に似顔絵描いてもらえて。チャンティさん毎週見れるんですね。やった。いや嬉しい、喜んでもうチャンティさんそのまで喜んでくださる方、今見てくださってる8人の方かな。はい、ありがとうございます。ためだけにもう続けよう。そう。続きましょう。こうさ、僕らちょっと YouTube でね、このチャンネルなんとか見てくださる子どんどん増やしたいと思っておりますので。増やしたいと思っております。そのもう大手 YouTuber って言われるようになりたいじゃん。大物って言われたいじゃん。そうなった時にさ、この8人がいたからって言いたいじゃん。あーかっこいいじゃん。そう。やっぱこの時代にさ、誰も興味持たない僕らのね、時に興味持ってくれた人やっぱ大事にして。そうだね。だから子さんの方には子さんの方にいい顔して、新規の方には新規の方にいい顔して、全員にいい顔して八方美人でやっていこうよ。八方美人っていうなんか表現以外になんかもっとなかったかなって思うけど、でももうその言ってることはなんかわかるよ。私も初舞台が一応、玄ちゃんとの舞台は外部の舞台で初舞台だったけど、自分で企画した舞台が初舞台だったから。それすごい経験だよね。初舞台が自分で隠したってね。で一応劇場のキャパが80人入るキャパで、それを本当に少しだけど2公演だけ1日2公演だけっていうのを企画してやったんだけど、なんとか2公演とも満員で入れることができて、そう今思うとすげえなって思うんだけど、もちろんメンバーの子たちの力もあるけど、一番は私の、身の回りの人たちが来てくれた。まだ私の駆け出しだったからファンの方とかもいなくって、本当に私の知り合いの方々がすごい来てくれて、発表会みたいな感じだったけど、でもすごい嬉しいよね。嬉しいから。女の子だけでやったって言ったじゃん。何人ぐらいでやったんだっけ？女の子8人だったかな。じゃあ8人のユニットで。違かったらどうしよう。7人かも。間違えちゃったかな。どうしよう。バーカ。ひどい本当に。マイコのバーカ。はい、じゃあ見切れます。そうごめん。一人にしないで。そうだからね、そういう時一番初めに来てくれたお客さんとかは本当に大切にしようかなって思ってる。そうね、やっぱそれは大事にした方がいいし。もちろんね、今後出会う人もそうだけどね。一番来てくれるしね。ありがたい。そうありがたいです。ゆうちゃん。玄ちゃんさん痩せましたか？はい、どうでしょう。見て痩せたと思いますか？チクタク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 チーン。太ってる。うるせえわ。なんだよそれ。これ今優しい方だけど、こういう系統のやつをいっぱいやってくるの普段。これのもっとハードバージョン、ね。チクタク。なんだよ。それ見てるだけなんだよね僕。でもさ思うんだけどさ、太ってからさめっちゃさ周りからボディタッチされるようになったくない？なった。なんかだからペットだと思われてる節がいや僕本当不思議なんですけど、
まあ言ったら、うん、女性うんうん、が「玄ちゃん」って言ってこうお腹とかさ、うんうん、こう体を触ってくるわけじゃない、うんうん、でももし僕がうん、その女の子のうんうん、体触ったら、うん僕34歳だし、うんうん、セクハラってなっちゃうわけじゃん。もちろんでも僕は触られても文句言えないわけじゃん。そうよ。これ理不尽じゃない？まあしょうがないよ。だって気軽にだって俺触ってほしくないのよ。うん、恥ずかしいもん。だってこんなお腹ポンポン。それ太ったのが悪い。あ、じゃあもうまいちゃん、うんそれはいろんな人的に言いましたよ。お腹出てる人は触られてもしょうがないって、もう暴論だよ暴論。だって人権ないみたいじゃん。触られたくて太ったんじゃないの？それはじゃあうん貧乏な人にさ、お金がないお前が悪いんだよって急にお金持ちのビル・ゲイツとかが言うような感じで、そんなひどい話ある？それとこれとは違う。一緒だね、本質的には。どう思いますか？これあなんかひろゆきのあれみたいだね。なんかディベート対決みたいな。なんかね、そういうのもやりたいし、せっかく生配信だからさ、うんゲームカードゲームとかもさできるからこううん映しながらみんなでやったりとかさ、うんで生配信の僕いいのって、うん実際見てくれてる人とコミュニケーション取りながら配信できるってことだから、そうだね。なんかいろいろ広がりそうだけどね。まだ1回目なんでちょっといろいろ模索しながらやはいちょっっております。となかなか至らないところはあるとは思いますが、はい、多いと思います。まあね、そんな感じで太ってます玄ちゃんは。で本当はねいろいろとねこの動画上げてない期間に結構痩せたりとかして動画は一応残ってるのやっで、たのよ。もちろんその動画も後日というかまあねもうちょっと私に余裕できてきたら、まあ、編集してアップしたいなとは思ってますい。やだからファスティング行って、うんそっから1ヶ月ぐらいは結構意識高かったじゃん。意識高かっでた。結構ガンガン痩せてって、うんでもなかなか動画上げてくんないからなんかモチベーション下がってきちゃってさ。もうそこら辺からねちょっと私の YouTube のモチベーションも低い時期もあって、なんか編集しても面白くないなとか今までが面白くできたわけじゃないけど、なんか楽しさを見出せなくなってきちゃったみたいな、なんか上げなきゃいけないっていう使命感にとらわれちゃったというかっていうのがあった。ちゃん面白いけどね編集。そう言ってくれてありがと俺はね舞ちゃんの方が編集センスあるなって思うよ毎う。回。いやいやいや全然自分はね編集苦手なんだけど面白いなと思うけどね。いやいやでももちろんクオリティ高いのを出せるのは玄ちゃんかなって思うけど、いやいやいやなんか俺はもう編集ほんとできないわ。苦手だわ。もう私はただの YouTube 好きだからめっちゃいろんな YouTuber を結構昔から見てたりとか、もちろんね知らないのもいるけどね。結局それがさ、うんうん、いろんな YouTube 見てた方が、うんうん、いろんなアイディア出るじゃん。まあそうかもね、バリエーションはちょっと浮かぶかも。でなんかさ2人で企画立てる時さ、うんうん、そうやって今俺を褒めてくれるけどさ、うん、全然僕の意見通んないじゃん。なんか舞ちゃんなりにやっぱり思いがあるんですよ。こう、YouTube はこういう風にした方がいいとか、時々で、だから僕はこっちでもいいんじゃない、なぜならまで説明するんだけど、まあでも違うんだわみたいな感じでまあアンポンタンチャンネルに関してはさ、舞ちゃんのチャンネルだし、舞ちゃんが思った通りやればいいから、僕はね、こうアドバイスって言ったらおこがましいけどさ、こういう考え方もあるよ、こういうやり方もあるよぐらいのサポートとして一緒に楽しくやれればいいなと思ってるからいいんだけど、俺こんなに意見取り入れられないと思わなかった。これ難しいところで、多分さ仕事とかで企画やってる人とかも分かると思うけど、なんかもう自分で一個これいいなと思って考えたものって、本当に他人の意見を取り入れるのがすごい難しくて、一個その一部を変えちゃうと、ちょっとその面白さがなくなっちゃったり しちゃうというか、その他人の意見を取り入れた上で面白いものを出すって結構難しいなと思って、自分のとミックスさせる。そうだからまあ私が考えた企画だったら私がいろいろ大体のことはやりたいなと思うし、玄ちゃんが考えていいなと思ったやつは玄ちゃんがやるべきだと私は思うけど、そうだね。まあねこういうね YouTube の会話っていうのもあんまり聞けないところなのかなと思う。まあ僕らだって今やり始めてね、いろいろ思考、悩みながらね。で悩むぐらいなら更新しろよって話だと思うんだけど、更新すらせずにやってるの。まあでもそれでいいと思う。
もうまいちゃんも本当にね Going My Way で行くのが一番いいかなって思う。そう私は Going My Way だからの方がいい。うんまいちゃんなんかそっちの方が面白いと思うな。まあねそういうマイペースな感じだけど、まあだけど YouTube 頑張りたいなっていう気持ちは変わらないので、最近意識高いもんね。そうちょっとそ前からうまた YouTube ハマりだして、うんなんか面白いなって思うとそうねまあ自分たちも上げたいなとか思うから、まあ今度はさちょっとうんなるべく見てくれる方がやっぱいらっしゃるからさ、この生配信はちょっと続けていこうよ。生配信はもちろん続けていく予定です。ブラジルさん、お金に乗っけたイラスト、なんかそういうキャラクター見たことあります。そう、僕ね、キャラクターっぽいってよく言われるんですよね。やっぱそんなかな。なんかそうキャラクターっぽいんだよなんかね。ゲーム配信でも、うん、プーさんに似てるって言われたから、うん、グッドタイムっていうのをやってるんですけど、うんプーさんのこうお面を画像でつけて、うんみんなグッドボタン押してねってなんかちょっと怖いんだよねそれね。目見開きながらこうやってプーさんの画像ね上から乗っけてやってるからなんか余計なんか気持ち悪いというかさ怖いんだよねあれね狂気を感じるというか人面プーさんみたいなね、うんでやってるんですけどやっぱキャラクター感あんのかな、うんあるなって思うし、何それがそうが玄ちゃんのさせるんだろそうなんだろうねなんだろうパッと思い浮かばない。う。なんかすごいいわゆるさ、うん可愛い系男子みたいなのいるじゃん。いる甘党男子じゃなくて、うんジャニーズの大阪のなにわ男子なにわ男子あれ可愛い系男子じゃんそうだねの集めましたみたいな、うん可愛い子ぶってもないし、うんデブだし34歳だし、おじさんだし、がキャラクターに見える要素ってなんだろうって思うんだよね。だから本当にバカにされてんのかなと思う。なんていうの、人間同じ土台に立ててないのかなみんなとっていやそういうんじゃない気がさ、うんエンケンさんとかを可愛いって思わない可愛いと思う時ない偏見さんって誰？遠藤健一さんはい俳優のチャーミングだと。そうエンケンさん可愛いなって思う感じとなんかキャラクター的な意味では似てるのかなって。そしたらだってまあなんか自分のことみたいで恥ずかしい。まあ全然僕自身はね思ってないですけどまあその遠藤健一さんとかは人間的にこう、なんだ豊かな方だと思うから、やっぱそういった魅力がチャーミングに見せたりとか、人間的なこう魅力につながってる、だからいわゆる可愛いっていう風になってるのかなって思うんだけど、それと一緒っていうことはあれなんか人間的にこう豊かみたいなそういうこと言ってる？僕が言ってんじゃないよ。舞ちゃんのやつを噛み砕いて説明するとそういうことだけど、どう？でもね悔しいけど本当に人間的にねいい人なんですよ。ありがとうございます。うざうざいけどでも本当に玄ちゃんはね私が初舞台の時とかもさ結構フォローしてくれたりとか。いやしてないよ、何にもしてない別に。初舞台の時、本当に私、まだもうちょっと若かったんで、結構周りの共演者からからかわれたりみたいな、もちろん好意的な意味でね可愛い女の子みたいなねいじられ方ですね。そしたらねちょっとあまりにも度が過ぎた時に玄ちゃんが間に入ってくれたりとか。それあれでずっと舞ちゃんの陰口ばっかり悪口ばっかり言ってたよ裏で、舞ちゃんいないとこでクソ野郎っつって最低だなまあねまあでも実際のところはそうねうまくもちろんここまで親しくはなかったけど、一定の距離を取った上でなんか話しかけてくれたりとか、輪に入れる感じにしてくれたりとか。そうだなんかここまで仲良くなったきっかけはあれだよね、僕が見ててバーをねやってたってさっき話出たけどさ、一人でやってた時に、やっぱ女の子は一人いた方がいいなってずっと思ってたの、けど誰でもいいわけじゃなかったのよ、っていう中で舞ちゃんこの子はいいかもしれないってやんないみたいな声かけたじゃん。そうだね、だからそれはきっかけだったかもね。ちょっとじゃあ話そうとかっつって話したりとか。そうだね、それから連絡取るようになったっていうのはありますね。はい。ひろあきさん、みなわさんっていうのかな。ごめんなさい読み方違ったら、読み方もし違ったら教えてください。教えてください。ぜひぜひ仲良くしてください。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。僕らのペースで無理せず、そうだね、楽しくやるのが一番いいと思う。私ららしく
ねやっていきましょう。続かないも楽しくない。びっくりした、投げキッスするのかと思った。あ、違う違う。今時なんかこう投げキッスするのかと思った。いやしたっていいけど離れるでしょ。急に視聴者数ゼロってなった。俺昨日 DVD 配信しててさ、視聴者ゼロの時初めて。あ、本当。今まででゼロはなかったの。さすがに。さすがに誰も僕のこと知らなくても、あ、なんか数人は見てくれるんだなって、でそれがちょっとずつ増えてって感じで、誰かしらいたんだけど初めてゼロで、まあ僕はもしかしたらあったかもしれないけど気づいてなかっただけかもしれないけど、あれはなんかね、どういうテンションで配信すればいいんだろうって思った誰に向けて何を喋ればいいんだろうみたいな。本当そうだよね。始まったばっかりでゼロとかはいいんだよ。どうもとかこんにちはゲンゲームスのゲンですとかでいいんだけど、やってる最中のゼロはちょっとしんどかったわ。まあね、まあ YouTube はさアーカイブが残るから、そういう意味ではね、とりあえず録画っていう意味ではいいのかもしれないけど、続けた方がね、配信頻度は。それでいうと私はさ前17ライブっていうのを2年前くらいかなやってて、やってたね。そうでその17ライブは、まあ、最初の方なんていうのいろいろ調べてたら、2時間毎日2時間を2週間続けたら大体ファンがついて、そこから収益化できるようになっていきますっていうお話。やっぱあるんだ、その頻度的なやつが。やっぱ長く配信すればするほど、見てもらえますよみたいなことをねいろいろ聞いたりして、そうやってた。結構ねまめにやって、頑張ってキャラ付けして無理やり。どういうキャラ？宇宙人キャラっていう。今お聞きの方でも多分見てる知ってる方いるかもしれないですね。その説はありがとうございました。でももちろんまたやりたいなと思うよ。私そういう変なことするの好きだし。好きだよね、変なことするの。テレ屋さん恥ずかしがり屋だからやんないけど、すごいいろいろ思ってんだろうね。この場でこういうことしたらみんなどんな顔するんだろうとかなんかあるんだろうね。そうだね。それをさ全部ぶつけられる俺のしんどいのよ。そういうのが生きがいだから私の。いや急に踊り出すんだよ。今動画あるかな、まいちゃんが。やめて本当にもう本当に私のダンスは見にくいですからね。いや、でそうやって今みんなの前だから「いや私のダンスなんて」って言ってるけど、どう見てで見せてくるんだから、自信満々でやってくるじゃん。あとでもうちょっとわだで踊れるようになったら見せてあげる。いいよ。でなんかそれ動画撮ったやつ見せたらさ「あれ私こんな下手なの？」ってこのまま知らなかったんでしょ。びっくりしちゃった。私あんなダンスのセンスなかったんだ。もっと踊れてると思ってたんだもんね。まともにダンスのセンスが本当にない人ってよくいるじゃん。だけどそういう類ではないかなと思ってたの。上手な方だと思うけど、パッて見て踊れるからすごいなって思うけど、なんかね呪いの人形みたい。誰かに操られてんなこいつみたいな。これ本当にさ舞台とかの稽古でも、よくヘニャヘニャしてるよみたいな。そうヘニャヘニャしてる。そう言われることがあって、そうでなんか気をつけるようにしてる。さすがにそういう時はさ。筋肉がないからじゃない、まいちゃん。筋力ないじゃん、まいちゃん。めっちゃ筋トレさせられたよね、前の舞台とかね。めっちゃ太ってる僕が言うのもなんだけど筋力ないんだと思うよ。本当にちょっとねちゃんと鍛えなきゃだなって思う。筋力ない感じするもん、なんか動き見てても。本当に重力という重力に全部負けてる感じがする。負けちゃうのよ。そう本当に困りましたね。丸太郎さん、卓球専門チャンネル。どうもこんばんは、初見です。ありがとうございます。ぜひよろしかったらね、毎週またやっていきますのでチャンネル登録して通知だけでも行くようにしていただけたら幸いでございます。改めましてまいこです。ゲンです。いる？名前を知らないかもしれないじゃん。申し訳ないけどさ。お酒ついでいきましょうか。ごめんね、俺出れなくて。大丈夫。じゃあその間もう一本あったよね。お願いします。あった。まあなんかね、こうだらっと配信しましょうっていう話でやってたんですけど、意外と舞ちゃんが緊張してるわ。なんかね、喋ってないと回遊魚ずっと泳いでないとダメみたいになってるわ。間を楽しめてないね。でもどうですか皆さん、正月とかゆっくりできました？僕らもね正月はゆっくり過ごしたんですけど、今年やっぱ年が明けてね YouTube チャンネル全然やれてなかった。やりたい、こういう風にしていきたいっていうのありながらも出てなかったんで、ありがとう。ちょっとね、次はこれを飲みます。これまいちゃん買ったやつだね。そうだったかな、わかんない。ちゃんとねやっていこうと思っておりますよ。
人が酒を次に行ってる間に人の悪口言うのは良くないよね。言ってないよ。ただなんか緊張してるなって思ったでも今はだいぶ落ち着いたね、さっきさハマったことってテーマ出てさ、まいちゃんが喋ったじゃん、なんかずっと喋ってたもん。よく喋るなと思って見てたもん。まあなんかもしかしたらすごいおしゃべりなのかもしれない。いやまいちゃんおしゃべりだって、めちゃめちゃおしゃべり。なんか喋んないと玄ちゃんにすぐ持ってかれるから、なんか喋ろうとしてる。なんかまあこのこと言っといてあれなんだけどさ、僕はこういう場、こういう誰かが見てるとか、こう別に飲み会でも、ってなると張り切って喋っちゃうタイプなの、こう楽しんでいただきたいとかは思うんだけど、だから喋るけど、違うじゃん、2人とかさ、少人数のその緊張しない空間、なるとずっと喋ってるじゃん。そうなの。私本当に大人数が苦手だから、大人数だとこうやって萎縮しちゃうんだけど、そうでも2人きりだと差しとかだと、本当に自分を知ってもらいたいってバーって喋っちゃう。なんか聞いてでもないよね。なんか聞いて飛び越して、ただ自分が喋ってたらもう特みたいな聞いてなくても。まあ B 型だからさ、本当そう、ずっと勝手なんだよ本当に。まいちゃんち面白いよね。 B 型ばっかりなんだっけ。もう全員 B 型なんで家族。なんか誰もキャッチャーがいないんだよね。キャッチボールしないみんなボール投げてる話したいこと話してそう気が済むからね。届けたいことはもうぶつける、そのボールをみたいな。だから一時期うちんちのルールでは、話したいことがかぶってさ、ちょっと喧嘩っぽくなる時があるのよそういう時は1とか2とか、なんか挙手制で1の人から順番に喋っていくみたいなそうでもしないと本当にね、ちょっともうダメって感じ。だってあれじゃん、僕とまいちゃん喧嘩になった時さ、急に1ってやりだすのその話聞く前に頭おかしくなっちゃったのかなと思ったら「習慣化されてるから「いけ」って言わないと話させてもらえないっていう。玄ちゃんもよく喋るじゃないですか。まあ喧嘩とかなんか言い合いになると、特に喋っちゃうかも。ドルルルって喋ってくから、そこに私が割り込まないと話を聞いてもらえないと思うと、もうね、そういう感じでね行きましたけど。いやだからそれもさ、俺はね、自分がまあ言いたいことあるよ、それ言いたいこと終わったら、じゃあその上でどうって相手の意見も聞かないと満足できないの、むしろ、だから相手の話も聞きたい方だから、絶対聞いてるはずなのよ。まいちゃんが人の話最後まで聞けないの。だから途中で例えばさ A が B になって、でそしたら B が C になるじゃん、そしたら今度 C は D と一緒になってくるよねっていう話じゃん、話って、そしたらさ A が B になって「いやちょっと待って、A は F だったよ」みたいなことは、その場で言わないと忘れちゃうから、その場で言いたくなるのよ、でもそれは最後まで聞くのが大人なの。だけど本当に D に行く頃にはもうその最初に言いたかったことなんだっけで覚えとくのよ。で戻って言うのよ。そこはちょっと価値観も、そうでしょ。でまあでも忘れちゃうって言ってたから、まあそれはいいわって僕は受け入れてたんだけど、まやちゃんはその自分が覚えてないからって言えばいいのに俺のせいにすんのよ。だって玄ちゃん進んでっちゃうからみたいなさ。そうマジでそうだ。普通は人の話最後まで聞いて、さっきの A の話なんだけどって戻るの。まあそれは玄ちゃんが今までやってきたやり方で、出たまあねこんな感じでねたまにね喧嘩したりするんだよね。まあそういう喧嘩の動画も実は録画してあってちゃんと残ってるやつが2個くらいあるから、恥ずかしい。そういうのも赤裸々に今年は上げていけたらいいかなって思って、やっぱさ私もそうだけどさ、人間ってみんなさ、悪いとこみんな大好きじゃん。まあそうだね。まあね嫌な思いしなければいいけど、もう私たちは本当にしょうもないことで喧嘩したりするから。喧嘩両成敗だからね。結局どんな、片っぽだけが 100% 悪いことなんかないからね。ないからね。一緒にまたなんかね私も玄ちゃんもこういう YouTube とか、まあ役者としてもやっていきたいっていう気持ちが強いからこそ、まあどうしてもちょっと真剣な話になるとちょっとそうやってぶつかることもね。だってよくあるじゃん。まあ僕らは YouTuber って言えないぐらいのあれだけどさ、YouTuber の一緒にやってるチームが喧嘩するとか、まあそれと一緒でしょ、要は。一緒。コンビでやってるから。そう。まあだって YouTube ぐらいじゃない喧嘩するのって。あとは別にそんなないもんね。まあねそうだね。思い当たらないかな。今のところはね分かんないけど今後は。まあ舞ちゃんは頑固なんだということだけはこう伝えていきたいみんな。
私が頑固っていうことを知ってる人多分そんないないんじゃないかなっていう、多分あんまり結構普段からぐっとね気持ちを抑えるタイプだから、そうだね、我慢しちゃうタイプだよね。そうそうそう、はい、たまにそれは爆発しちゃう時もあるでしょやっぱ。やっぱあるから、それはね自分一人の時に爆発しちゃう時はあるけど、だからそういうメンタリティのところは大人として今後自分でやっていけたらなと思う。我慢するのが大人ってわけじゃないからね、我慢にストレスにならないように、僕も大人よくわかんないけど、ように相手にその前に伝える方法がある人の方がいいんじゃないかなとは思うよね。まあそうだね。めっちゃもうストレス溜まってさ、例えばドアを閉めないとかあるじゃん、よく家族で、それってさずっと一生繰り返されたらもう腹立ってしょうがないじゃん、くだらないことだけど、でも1回目にドア閉めなくてちょっと言って閉めてくれればそれで終わるやつでしょ、だからその怒りになる前に言える方がいいんだろうね。そうだね、そういう意味ではそういうことは玄ちゃんは多分日常からしてると思うけど、私はちょっとそういうことができないから、まあそれはちょっとね言えるようになりたいなとは思う。舞ちゃんみたいにね、こうためられないんだよね。そうそう。ブラジルさん喧嘩の動画まあもちろんそう驚かれてても当然本当に喧嘩の動画だけはちょっと恥ずかしいな。そう、玄ちゃんが恥ずかしがってるけど、マジで私はこの間久々にたまたまその喧嘩の動画があって見たらめちゃめちゃ面白かったから、本当にしょうもないことで喧嘩してんだよね。すごい重いテーマみたいなんだったらちょっとあげるの悩むけど、しょうもなさすぎてもう公開したい喧嘩を。いや恥ずかしいよまあなんかさ、まあ僕はその動画見てないから分かんないけどさ、舞ちゃんに人と違うよねって散々言ってるけど、僕も結構そうなタイプじゃん。そうだね。みんなに見せてない一面がやっぱその怒るとかさ、そういう部分、真面目とかそういう部分だから、ちょっと恥ずかしいよその部分を見られる。だって怒ったらヤクザみたいになるもんね。そんなことないよ、ヤクザなわけないじゃん俺はもう優しいよ、これが違うでしょ、ってもう諭すように。そんなこと言ったことないでしょ。でも舞ちゃんめちゃくちゃ怖いからね、怒ると暴れ牛みたいになるもん。あれじゃね、ゲンちゃんがそういう風だからねって言うじゃん。家族にもそんな怒り方しないからね過激だから舞ちゃんと喧嘩すると怖いなって思うから、なんかだいぶ温厚になった気がする。でもどうだろう、大人になってやっぱ喧嘩とかすることあるのかな。みんなあるんかな、気になる。でも私はあんまりしないけど、大人の方がさあるんじゃない、一回喧嘩したら根が深くなるやつとか。まあ確かにね、根が深くなる喧嘩だけはしたくないな、そこですっきりしないとさ、でもどっちかが素直じゃなかったりとか、認めるべくとこを認めていかないともうね根が深くなる。ただ舞ちゃんは頑固とか認められるじゃん、ただその喧嘩してる時は無理だよ、でもやっぱそうだったかもとかさ、自分で後でこう反省してこれるタイプの人だから、その一言だけでも腹立つ気持ちがなくなるの。でもずっと頑固じゃない頑固じゃないって言い続けられると、ってまあ飲み込むようにはするけど、でもここって頑固ってことじゃないのってことがあまりにも多いわけじゃん、そうするとやっぱ気になって言いたくなっちゃう、でももうそれを認めてる人に対しては別に何も思わないもんね。そうだよね。だから僕も頑固じゃん、認めてなかったら嫌でしょ。嫌だ。それ多分そうな、認めてないのが多分腹立つんだと思う。そうなんだよね。だからまあじゃあ話聞けないってのはちょっと認めて、まあでも難しいのが大人になったらみんな大体人格がさ出来上がってきて、自分の価値観とか考え方とかが固まってきてるからこそ、あとはその自分を守るプライドみたいのがあるから、まあその上でぶつかったりちょっと食い違うみたいなことがあってもおかしくないから、まあそれは普通なんだけどね、まあでも家族とかさ、まあ舞ちゃんと僕はさあれじゃん、もうずっとこれ、YouTube で一緒にやっていきましょうだからさ、YouTube に関しては距離取るに取れないじゃん、もう一緒にやっていく以上ね、解散ってなれば別だけど、そうだね。ってなるともうその避けては通れないもう障害があるんだろうね、だからやっぱぶつかるしかないんだと思う。そう、あ、ゆうちゃんの読んであげてマイフレンドでしょ。はい、マイフレンド You 大好き我が家の夫婦喧嘩は激しいよけど
その日のうちに謝るようにしてる。いい。すごい、ね、素晴らしい。そういう決め事とかいいんだろうね。喧嘩して、でもちゃんとその日のうちに謝るようにしようねとか、しこりを残さないようにしてるからやっぱいいんだと思うわ。玄ちゃんはめっちゃこのコメントに対して好感が持てるでしょ。持てる。なんで？私ももちろん素敵だなって思うんだけど、私思い出しちゃったのが、玄ちゃんと一回喧嘩した時に、私がちょっと一回距離を置いて冷静に考えたいから一回ちょっと外で出ますっていうことを言った時に、なんか外に出させてくれなかったの。これね、いや本当に俺その時動画撮ってなかったのがもう惜しまれてしょうがないけど、舞ちゃんはもう記憶変換しちゃってんの。その時に、いや私はちょっと落ち着いて話したいから一回外出て空気吸ってくるねみたいなニュアンスで言ったんだよって言ってるんだけど、違う僕がこういやこうでこうだからこうでおかしいじゃんって言った時に、もう知らない私帰るっていう感じで出てったんだって。私帰る、いやワードももうそのままですよ。私帰るしか言ってない。で僕それが一番嫌いなの。もう逃げてるみたいで嫌だし、それしたらもう頭冷やすのはいいよ、一回外出ましょうは。けどもう私帰るってその投げ捨てた言葉って捨て台詞言ってはもう後味悪すぎるから、それはいや絶対やっちゃダメだと。それは一緒にいる以上嫌だろうけどさ、俺はもう憎いじゃん。そばにいると憎くなるじゃん。もう他だったら腹立たないけど、でもちゃんとそれはやんなきゃダメだよって言って怒ったね。なるほどね。なんか舞ちゃんは変換してんだよ。なんか大人な対応で私は見て、なんかね自分も大人変換するの。いやだって私はまあその日のうちに解決するのが一番ベストだけど、その時のヒートアップ具合によってはちょっと距離を置いた方がいいこともあったりするからね。翡翠5563チャンネル登録ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。こんな感じでね、はい、毎週木曜日10時から12時の間どこかで配信しておりますのでぜひまた通知だけでも行くようにしていただけたら幸いでございます。もうさ、早速来週からさ、ちょっと予定があってさ、10時に間に合うかわかんないけどさ。うわ、ふざけんじゃねえよこんだけ宣伝しといて。怖っ。出ちゃってる、本性出ちゃってる、本性。やべえ、なんか腕短えな。腕短え。ふざけんじゃねえよ。これ全然ラジオじゃないじゃん。動画でお伝えしております。まあなんかちょっとキリがいいので、もう一テーマくらいやりますか。いいよ。じゃあお願いします。またなんかあれ流す、これってどのタイミングで流すとか決めてないけど。とりあえず今私が髪整えてる間に。じゃあ行きますよ。はい。これかな？じゃあテーマですから。待ってよまだ。テーマ、自分の闇。自分の闇ね。はい。自分の闇ということで、まあ私もアラサー、玄ちゃんも34歳ということでね、まあ闇があってもおかしくない年齢。闇って何？例えば、具体的に言うとまあ実は私本当についさっきまでネットフリックスの「ディアラブ」を見てて、田村淳さんと矢口真里さんが出てて、兼近さんとかがバカかった時出てるEXIT の兼近さんとかがね出てるやつ見て、まああれは過去に傷を負った人たちが本気の恋を探しに来たっていう、そういうなんかまあね、そういう番組ネットフリックスであって、まあちょっとだいぶ前に多分出してあったやつなんだろうけど、まあ私はついさっき見たっていうことで、まあなんか闇とかその自分の傷っていうのを、まあ本人がいつか話すことにはなるんだけど、まあなんかすごい闇の人もいれば、あれそんなでもないじゃんっていう人もいたり、だけどそういうそんなでもないじゃんとかすごいなっていうのも本当人価値観それぞれで、自分にとってはすごい闇だなって感じてることが他人にとってはそうでもないじゃんみたいな。闇っていうのはその、トラウマとか
傷みたいなこと、要は例えば実は現役 AV 女優ですっていう人もいたりとか、あとは浮気された経験がそれがトラウマとして残っちゃってますっていう人もいたり、なんかすごいやりまんですみたいな人もいたり、なんかちょっとそういう R18 系なんだけど、そういうのがあって結構面白いなと思って、人間ドラマみたいな感じになってるから。映画とかもそういうの好きだもんね、ちょっと闇がある感じのやつ。そう結構ね、そういう人間ドラマ系が好きなんですけど、玄ちゃんもそれなりに闇があるんじゃないかなと思って。闇？だからネガティブなイメージのことってことでしょ。例えば後ろめたいこと、トラウマ、傷とかでしょ。そうだね、過去の傷とかなんかそのに該当するのかわからないんだけど、あんまり人のこと信用できないっていうのはあるかも。そうだね。それがね、なんでかはわかんないんだけど、でもね、なんか小学校の時とか、結構言われのないことをされることが多かった。言われのないこと言われたりとか、何にもしてないのに、先輩とか年上の人に絡まれたりとか。それこそ僕スイミングスクール通ってたんですけど、4つか3つ上ぐらいの人にいじめられてた。突き落とされたりとか。そのスイミングスクールで？そうで、やられっぱなしだとダメだと思ったから、やり返して、俺だからもう常にやり返してんの、誰かに。小学校って誰かといつも喧嘩してて、年上の人とね、泣きながら観光してるんだけど、でもね、一生続くのそれ。相手も年下に舐められちゃいけないっていうので、今ならわかるけど、ずっとやられてて、でも小学校1年生の時に友達のお兄ちゃん5年生だったんだけど、なんかその4年生と5年生で1年生の俺にプロレス技かけていじめたりとか。だから俺家でパンチの練習してたもん。ゲ何やってんだって言われて、パンチの練習だっつって倒さなきゃいけないって言うから。だから最初ね、1人だったのその5年生、でも俺が反抗するもんだから、もう1人増やしてこう羽交い締めでひどいね、いじめられたりと。だからそういうのね、もういっぱいあるの。ちょうどさ、玄ちゃんのその今34歳のさ、それぐらいの代ってさ、特にちょっとさ、教師いじめとかも流行ったりとかさ、学級崩壊とか学級崩壊とかすごいそういうのが多い世代じゃない？なんかあったね、確かに。私の世代はもうそういうのあんまりなかったけど、ちょっと荒れてる子とかはいたけど、私たちの上のぐらいの代までが結構ひどいことが多い年代だったなって感じてる。だそういうのが多分あっても人のこと信用できないっていうのはあるか。今ね、先輩とかになっちゃったけど、本当は多分大人に対して俺不信感すごいあったと思う。その時に助けてくれなかった先生みたいなのがいたりする。なんかね、助けてほしかったわけじゃないんだけど、僕が悪者になったことが多かった。年上と喧嘩してても。なんでだろう。なんかわかんないけど、学級委員なんだからお前が我慢しろよって言われて、俺が横断歩道止まってたら後ろから押されたりしてたの、車来る瞬間に。危ないよね。そうだからゴルゴ13みたいな気持ちだった。ずっと背後気にして来るぞ来るぞもう押されるのが当たり前の通学路だったから、気抜いたらバーンってやられるから、楽しくおしゃべりなんとかしてないイメージ。そうなんだ。でなんかそういうのでもなんか理不尽だなって子供ながらに思う怒られ方したことが多かったね。学級委員だからやりたくなくて、次の3年生の時2年生の時言われて、3年生の時に学級委員やらないって言ったら、いややれよって言われて、男の先生に、いややりたくない、やれよやりたくないですって言ってて、母親にね、なんかそういう期待をされる感じが重荷に感じて、そんなうまく言えなかったけど嫌だって言ったの。そしたら母親が、そう感じてるみたいな、学級委員やりたくないみたいなんですよって言って、俺は先生に言わないでって、あの人怒るからって言ったんだけど、よかれと思って母親は言ったわけよ。だからあんま言わないでやってくださいって。でも現には言わないでください、これ言わないでって言ってたんでっていうふうに言ったら、先生が次の日その学校でみんないる前でだよ、お前だから期待されるのが嫌だとか言うんだとかって頭ポチンって殴られて、でその殴られたのも嫌だったけど、期待されてるって自分で言うのが恥ずかしいじゃん。そうだね。期待を持ってるのが、それがバラされたのも恥ずかしくて、母親もなんで言ったんだみたいな、良かれと思ってたけど、なんかね、そういうのがめっちゃ多かった。結構しんどいね、そういうのは。今やさ、いろいろさ、なんて言うんだろうね、教師のそのなんかやってしまったこととかがさ、表沙汰になったりとかさ、あとは
なんて言うんだろうね、いじめとかも結構厳しくチェックされるようになったりとか、まああるけど、まあ、その頃は体罰とかも当たり前みたいな、ね、私の時はもうね体罰はほぼほぼなかったかな。まあそうだろうね、全然あったよ。中学校の時ビンタされて今もアンパンマンみたいな顔してるけど痩せてたからねねでもマジで本当に腫れて、昔の写真見たらマジで結構ガリガリで、だってそれこそねスポーツしてたからね、サッカー部だったからね。そうこう見えてボールを蹴ってたんですよだからその言い方はペットの言い方なの。こう見えてこの子ボール蹴ってたのゲーみたいな言い方するしない。だって玄ちゃんマジで今さサッカーしてましたって言ったらさ、玉蹴りしてたようになんか想像する人多いと思うよ本当に。玉蹴りってサッカーじゃない玉蹴りになっちゃうみたいな。まあねそんな闇があったわけですか玄ちゃん。まあありましたねそういうことも。なんかポーンってなったけどな。私がねもしかしたらこのイヤホンを押しちゃってんのかも。触んじゃないよ。私耳がマジで短いんだよ腕が。パンチの練習したからね。やばい通報されちゃう。DV してます。DV 配信。ライちゃんは闇何？ちょっと答えれたか分かんないけど。でも私は本当にそのいじめられたとかそういう闇っていうのはなくって、本当にありがたいことに恵まれた環境だったなと思う、そういう意味では。でまあ特にさ田舎だからさ、そのなんて言うんだろう、みんな結構仲いいわけじゃないけど、なんかそういうのはなかったなと玄ちゃんが言ってたみたいな、暴力的なこともなかったなと思うし、まあだけどやっぱいじられキャラだからいじられたりっていうのはあったかな。そう小学校覚えてるのが小学校6年生ぐらいの時に、まあ私に好意を持ってるという男の子が噂になって、でまあ私本当にこれ言って大丈夫か分かんないけど、一クラスだったからみんな結構知ってるというかさ、もう同じ一クラスで1年生から6年生まで一緒みたいな、全員友達みたいな感じだ。そうっていう感じだからすぐにそういうクラスの噂なんて広まるんだけど、でなんか女子の更衣室があって、そこでまあ本当に仲いい子がふざけて、その頃バイク王の CM があったの。バイクを売るならバイコーみたいな、それに合わせてあいつを売るならゴーマイコーみたいな感じのこと言ったの、その友達が。そしたらそこで更衣室着替えてる女子みんなが声を合わせて、もう一回あいつを売るならゴーマイコーって。何売るならってだからその恋を持ってる男の子を売るんだったらマイコゴーマイコみたいな、マイコが好きだからね、うまく語呂合わせやがって言った時はちょっとショックだったよね。なんか今までみんなに言われそうからかわれてるっていうのとかはあったけど、それはちょっとあまりにも度が過ぎてるなと思って、そうちょっとしたリズムネタにされたんだもんね。本当に好きな淡い気持ちをでもね世の中でさいじめに悩んでる子とかは、もうそんなんへでもないと思ってる子もいると思うけど、まあ私はそういう経験があんまなかったからそれで嫌だなって感じたかなっていう。まあ誰しもあるんじゃない、傷つくそういうさ、それが不幸自慢じゃないからさ、僕の方がしんどかったよ私の方がしんどかったってやる必要はないじゃん、私にとってしんどくてそれが今影響してこうなってることってのは多分いっぱいあるじゃない。だから舞ちゃんが自分出せないっていうのは、まあ、性格なんかねメンタリストの大悟さんかな、が言ってたか忘れたけど、生まれる前の先天性のやつと生まれた環境、半分半分で決まってんだって性格、だから半分は先天性、遺伝子で決まってるらしいから、そうなんだ。まあ一概にだから親が悪いとかも言うけど、まあ親も含めた環境で変わるらしいから、まあ大きいだろうけど、だから親の教育っていうのはそんならしいよ。そうなんだ。ってなんか言ってた気がする。わかんないけど。まあね、そう私は分かんない、環境が良かったんだか悪かったんだかいい子に育ちましたということでいい子だけど、そうで私は闇っていう闇はないけど、黒歴史で言ったらもう高校時代かなって思いますね。なんだっけバンドの名前なんだっけ。ノイズだっせ本当にこうやっていまだにバカにされるけど、私は今となってはいいネタだなって思う。なんだっけ、どうやって書くのノイズって。鍵括弧、大文字の NO でノー、で鍵括弧閉じ、で小文字の
IS でイズノイズノーイズみたいなってね。いうビジュアル系女子バンドをね高校の時組んだことがあって、まあ、当時私ビジュアル系にちょっとハマったりしてバンギャだったんだけど、まあ、それで、まあ、仲良くなった友達と、特に楽器が演奏できるっていう子たちと知り合って、一緒にゴスロリバンドみたいのをやって一回なんかプリクラかなんか見せてもらったよね。じゃあそういうさ画像送ってよ。やだよ。いやそれ見した方がいいってここになんか俺のさっき見たじゃん似顔絵。まあねちょっといや見たいよ絶対そういう舞ちゃんのゴスロリそういう過去見たい人もいると思うよ。じゃあちょっと次回からそういう話をするっていうのをなんとなく考えといて、用意はしときますね。そうだね。なんかでも企画もやりたいよね。まあねなんかそういう企画なんかやってもいいかも。なんか中学校の時の卒ある。でももうちょい僕らに興味持ってくる人が増えてからじゃないとそうだねどうでもいいネタになっちゃうからね。まあだいぶ先だろうけど、なんかじゃなくてもなんかみんなが興味持ってくれそうな企画とかクスッと笑えるやつでいいんだよね。確かにね。寝る前だから。寝落ち寝る時何してる？寝る時ごめん話途中だった。全然いいよ。ノイズの話したかったら。ノイズはもうそれ以上広がんないからもういいっつやめてよ。そうだから寝る前ね、寝る前は私は本当に最近 YouTube ばっか見てる。見ながら寝るってこと？もうほぼ YouTube 見ながら気づいたら寝落ちしてるみたいな。じゃあ参考になるじゃん。なんかどういう YouTube がいい。まあ生配信っていうのはさ、もうこれ決定だけどその枠の中でどうしたらいいかとかさ、まあなんか私は本当に何を見てるかってその K-POP の若い女の子たちを見てるから結局好きな人を見ちゃうんだよね。だから YouTuber っていうのは最近はほとんどあんまり見てないかな。でももちろん見るけどそれはなんて言うんだろうお風呂入ってる時とか、なんかちゃんと見れる時に YouTubeの企画とかは見るけど、寝ぼけてる時とかは本当に YouTube の企画見てもあまり面白くなかったりいきなり音がでっかくなったりするとびっくりしちゃったりするから。音量がそう結構効果音がいきなり鳴ったりするのあるじゃん YouTube。僕のゲンゲームスのウェルカムタイムみたいな。いきなりうるさくなる。昨日ショックだったよ。ちょっとごめんね話変えちゃう。昨日ショックだってずっと見てくれててさ、シャレマニっていうゲームを乙女ゲームをやってたんですけど、結構十何人ぐらいまで増えて、結構調子いい、やっぱいろんな人見てくれるの嬉しいと思って、そのうちの一人の方がね、BV さんっていう方が、もうアーカイブ今まで全部見ましたって何時間もあるのに、嬉しいね。でそれで、そのアーカイブシャレマニのアーカイブを見て、自分もやりたくなって買ってやってますっていう人がコメントしてくれたの。すごいね。めちゃくちゃ嬉しいですじゃん。でいつもその初めてコメントしてくれた方には僕ウェルカムタイムっていうのをね、どうも皆様って音と映像でこうやっていらっしゃいませっていうのをやってるんですけど、ゲーム実況で、それをやった瞬間さ十何人いたのがさ、ガコーンっていなくなっちゃったからさ、それ音量うるさかったのかな。でもそれは分かんないよね。なんかちょっとなんかこのウェルカムタイム嫌だなって思って。だって34歳のおじさんがはしゃいでるの見たらちょっと笑えない？自分で言っちゃってるよ。いやそれ初見の人とかはさ、それが初めての玄ちゃんだったりするから、この人やばい人かなって思って引いちゃったんだ。気持ち悪いってなっちゃったんかな。分かんないよね。でもそればっかりは。いやだったら気持ち悪いってこの舞ちゃんと2人のやつはね過激なコメントしたんだけど、全然気持ち悪いって言ってくれればよかったのコメントで。俺結構言ってたよね。もし低評価一定数つける人が1人2人いるわみたいな。最近もう見えないようになってるじゃん YouTube だから分かんないけど、いたから1人、もうほんとなんか文句あるなら教えてくれと。まあみんなコメントが嫌だったらメール送ってくれてもいいってまで言ったけど言ってくんないの。でもさしょうがないじゃん YouTube ってさ、本当にさ見れたり見れなかったりするからさ、自分でさ。だから YouTube 見ながらテレビをつけといて、で好きなテレビ始まりましたで、じゃあ一回 YouTube 消しそうっていう人も。それで消したのかな。もしかしたら一気になんかみんな見たい番組が被ったんじゃない？でもそれが僕のウェルカムタイムやった後で被るかな。たまたまね被っちゃった。たまたま9時にやっちゃったとかあんのかな。あるよあるある。ちょうどねなんか新しいドラマとかさ始まって、そう私玄ちゃんにおすすめしたいドラマがあって。何？菅田将暉とあと伊藤沙莉ちゃんが出てる、新ドラマ、ミステリーという
なかれみたいなやつあれお父さんとお母さんが見てて、で私ラジオの帰りかなんかでちょろっと後半見たら結構面白くって、最初から見たんだけど、そう結構おすすめです。面白かった。あんま見ないんだよな、おすすめ。俺もね今忙しいから。なんかそうやって言うじゃん。マジでボルトっていうアニメ見てるから忙しいのよ俺今。なんでそれなんで今ボルト見てるの？今更なんだ。いやめっちゃ面白いのよ。なんか分からんけど。忍者アニメ見てるから僕。寝る前それこそ YouTube 見てるじゃない。僕はアニメ何でもいいけどアニメを見ながらね寝るんですよ。なんかさ言うてさボルトとか別にさ最近始まったアニメとかじゃないじゃん。最近でまだどんどん新作出てるよ多分。あ、そうなんだ。多分ね、まあ知らんけど、なんかなんてあれじゃないよ、東京リベンジャーズとかさ、なんだっけ最近人気のさ鬼滅の刃、鬼滅の刃とか、私それすらよく知らないけど、そういうんじゃないじゃん。なんかさ男の人ってさ、なんかそういう過去のアニメとかをさまた見たりするじゃん。でも過去じゃないもんボルトに関しては。今もう最新のやつ出てるし、全然古くないよボルトに関しては。なんだ、じゃあ最近出たやつなんだ。そう最近のアニメなんだ。だから僕が未来少年コナン見てたら、そうやって言われてもいいよ。未来少年コナン知らない？未来少年。それってコナンじゃないの？名探偵コナンとは違うの？違うんだわ未来少年コナンは未来少年コナンは、いつかな1978年昭和53年のアニメですね。私が生まれる前だわいやだからそれを見てたら、古いんだなって言われても俺も別にね、逆らう気持ちはないよ。逆にそれだったら私は別に、なんかいいと思うよむしろ。どういうこと？なんかさその、ナルトとかさボルトとかって、なんかちょっとね今更みたいなのがない。まいちゃんがアニメ見なさすぎるんだよな。アニメ見る人はみんなそうなのかな。ちょっとお気持ちが分かりませんアニメを見るいやこれだよ未来少年コナンは。何それこのね画像の部分。これも載せていいのかな。これあれだね、モザイクかけた方がいいんだろうね。ねえなんかちょっと上の方に世田谷一家殺人事件が出たのが怖かったけど、前調べてたから。そう前一生懸命調べてた。未来少年コナンね、こういう古いやつがあるんですよ。へえ、何系なんだろうなこれは。でも面白いんだよこういうアニメ見るの。あ、そうなんだ。なんかバカにするけどまいちゃんすぐ。いやいやバカにはしてないです。いやアニメで泣けるからね。あ、消えたね。あ、そうなんだ。なんかねアニメで泣くっていうことがあんまり今までの人生ないから、ちょっとそれは知らないと未知の世界ですね。だからね見たらハマると思う。だから見ないだけだと思う本当に。そうかも。なんかアニメちょっとバカにしてるだけ。最近人気の最近人気の東京リベンジャーズ。私見ました。面白かったでしょ？面白かった。あれね本当お正月見たんですけど。もうバーって見れた。一気に見ちゃった。ほらやっぱ面白い。ネットフリックスかなんかに上がってるやつかな。だってあれ映画版も見てなかった実写の。そう UNEXT の玄ちゃんのアカウント借りて。そうだ見てた見たいって言ってたわ。映画も見た。しかも玄ちゃんのポイント使って。そうだよなんか勝手にいいけど。そうだ見てたわ。そう。だからめっちゃハマったんだなって思ってた。なんかストーリー性があって面白くて、まあ映画の方はどうしてもやっぱ尺の問題もあって、あんな長い物語を一気に2時間にするって難しいと思うから、まあちょっと物足りなさは感じたけど、まあアニメはすごいね、なんか続編が気になるって感じ。まいちゃんが多分あれハマったのってさヤンキー漫画が好きなわけじゃないじゃん、だから多分タイムリープして謎が解けていく感じが面白かったわけじゃん、ってなったら次見てほしいのが「シュタインズゲート」っていうアニメと全然聞いたことね。めっちゃ有名めっちゃ面白いから「シュタインズゲートか」あと「僕らがいた街」だっけな。あれ僕らがいた街は聞いたことあるかも。だってドラマにもなってる。映画かドラマだ。僕らがいたじゃないな。僕らがいた街。なんかそういうのがあるんだ。アニメでねあんだよね。なんかでも聞いたことがある。僕らがいたじゃないんだよな。なんだっけ。今思い出したいでしょ。めちゃめちゃ思い出したい。
僕らじゃないんだよな。僕らのじゃないんだよな。タイムリープするやつ。いや、なんか私もさ、そういう系のドラマか映画か見たことがある気がするんだよね。実写もされてんのよ。そう。ちょっといい？喋ってて俺喋るから。ちょっと私も思い出せそうだけど無理だったんで。未来日記も面白い。未来日記もさ、なんかあったよね。見して未来日記。未来日記はめっちゃ面白いよ。この脚本書いてる原作の人も有名だし。未来日記もさ、前さ、何かドラマか映画であった気がするんだよな。あったっけドラマ。僕だけがいない街。僕だけがいない街。そう。これ漫画家としてデビューするも今一つ結果を出せずに毎日を過ごす青年藤沼悟。彼は彼の身にしか起こらないある不可思議な現象に不満を感じていたっていう。タイムリープして自分の大切な人が殺されちゃう過去をね、なんとか変えようとするっていう。見ました。これアニメ見た？映画でしょ、アニメ見ろよ。映画でも面白かった気がする。でね、今面白いアニメはね、大体映画の実写化されちゃうんだよね。アニメを見てほしい、本当に俺は。僕だけがいない街の映画はね、誰がやってたかって多分藤原竜也さんがやってた気がする。てかね、ドラマ版と映画版2つあった気がする。そうなんだ。キャスト違って。なんかちょっとドラマ版は分かんないけど。これね、アニメ版の何が良かったかって、まず主人公藤沼悟が、土屋太をやるのよ。小学生のね、藤沼悟を。で、大人が子供にタイムリープするから、大人を満島真之介がやってんの。女優さんと、満島真之介さんってめっちゃ元気な人か。満島ひかりの弟、がやってんだけど、めちゃくちゃ上手、声優作家。びっくりした。俳優さんなのに。そう、2人ともめちゃめちゃ上手で、ちょっと違和感あったりするじゃん、俳優さんがやるアニメの声優って、めちゃくちゃ上手。でも今神木隆之介くんとかもめちゃくちゃ上手だけど、これ本当すごかったから、だからアニメ版を見てほしいので、俺はこの結城葵さんが大好きなの、声優さんの女の人なんだけど、もう見てほしいわ。アニメ好きな人は大体結城葵さんでピンとくるの？来るんじゃない？でも高山みなみさんとかも有名だと思う。ちょっとね、コナンくんの声、高山みなみさんは、すごい。そんなコナンの声やってる方が脇役なのかな。多分関係なんじゃないかな。でもなんかそのメインだから給料高いとかじゃないんじゃない？年数重ねていくと勝手に給料上がっちゃうらしいよ、声優さんって。そうなんだ。そうだから、その出演時間で変わっちゃうから早くのが多くなっちゃうのか分かんないけど、いや見てるし、いわゆるこういうさ萌え系アニメみたいなイメージしてんでしょ多分。違うんだわ、アニメの良さ。でもそれはそれで俺好きだけどね。何でも見れるから。そうだね。怖い。ちょっとやめて。 YouTube でそんなことやったらいつどこから誰かに撃たれるか分かんない。人差し指本当にやめて。もう本当にそういうの嫌いです。だって人差し指だよ。はい、今チャンネル登録者1人減りました減りましたって表示出した方がいいかもしれない。あるんかな。いや、ないと思うけど。登録してくれたらここにピヨンって出てくるけど、パンダちゃんがね、多分ね、底辺 YouTuber の中でもクオリティはかなり高い配信になってるよね。本当？それだったらそんな感じがしますので、ちょっとどうにか続けてね、もうちょっと周知して、もちろん普通の動画も上げていけたらいいかなって思うんですけど、そっちはさ、稼働してるんだこのチャンネルって思ってもらえたらとりあえずいいんじゃない？そうだね。今までそれを気にしてたじゃん、舞ちゃんが。だけど動画編集は本当大変だから、気が向いた時に、時間ある時にやって、でもこのラジオはね、毎週木曜やってこうよ。もうやっていきましょう。ちゃんと生きてるんだという生存報告。でもこれがさ、見たいと毎回思ってもらいたいからさ、それをどうしてったらいいんだろうね。なんか一応テーマいろいろ考えて、今日もすごいめっちゃテーマ考えたけど、こんなにあるんですよ、テーマが。いっぱい書いてくれたね、舞ちゃんが。だけど、その一個一個のテーマ、結構深い私たちにしか話せないような、なんかトークをしていけたらいいかなとは思うんだけど、まずはそのやれることを続けていきましょう。僕はあれだね、このコメントしてくださった方たちのやつをさ、もっとこう一緒に喋ってもいいかなと思った。
ああだねこうだねっていう風に。そうだね、私もそれがいいと思った。なんか今日やってて思ったな、まあ今日は初回なのでちょっと探りやっておりますが、ちょっと皆様からのねテーマの、もうこんなこと喋ってほしいとかこれが気になるとかね、コメントメール何でもいいんでいただけたらね、一緒にお話できたらなと思っておりますので、もうお気軽にメールもコメントも、そしてグッドボタンもお願いいたします。めっちゃ今ポテトの油がめっちゃついてる。だってずっとポテト持って喋ってるのこっちに。なんか真面目な顔して喋ってるけど。こうなってるからもう。そうそう手の下掴みすぎて。今見えてなかったと思うんですけど、真面目な話してる風な顔して、下ではずっとポテト持ってる。もう早く手洗いたいもん。食べちゃうね。ベタベタになっちゃった。ティッシュあれティッシュは持ってきてない。ティッシュはあっちにあるけど、まあね。まあそういうことで、はいはい、まあちょっとブラジルさん応援してます。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。メールでもよかですか、送ります。ぜひぜひアンポンタンチャンネルのねメール送ってくれれば、ちょっと気づかなかったりする場合があるんで、まあコメントだったらなるべく返せるんですけど、気づき次第返していきますので、はい、動画のアーカイブでコメント残していただいても何でもいいです。ただ気づかなくても怒らないでください。それはごめん。そりゃごめん。まあでもメールは見るようにしようか。メールはね基本的にテーマもらえたら僕らも嬉しいしさ、なんかそうみんなが聞きたいと思ってる話とかみんなが見たいと思ってるものをね、やれたら、まあその生配信でラジオみたいなことやりたいねはもう僕らの共通意識じゃん。そうだね。そこから何したらみんなが興味持ってくれて面白がってくれるんだろうは分かんないからね。分かんないからね。まあね、私もね、もうちょっと若かりし頃はビジュアルで売れたかもしれませんが、1時間に1回舞ちゃんがおっぱい見てればいいんじゃない？最低だな。1時間に1時間に1回2分の1の確率でルーレット回しておっぱいドロロロロ見せませんっていうさ、最低。じゃあそれ毎回それやればいいじゃん。毎回2分の1舞ちゃんが決めていいんだから。2分の 1？ そうだから出すか出さないか。さあ始まりました舞ちゃんのおっぱいタイムでございます。ドロロロ見せるか見せないか、ドロロロ見せる見せない見せません。毎回2分の1の確率で。しょうもないよ。逆にチャンネル登録者減るでしょ。これ練習しようよ。やだよ、おかしいでしょ。おっぱいタイムだね。YouTube おっぱい NG、乳首 NG だから。まあ出したらね、でも出すかもしんない。2分の1でも舞ちゃんのみぞ知るだからこの2分の1は。本当にさ、夜だからって何でもありだと思ってるけどさ、本当にトゥナイトとかこの時間やってたけど12時ドン引きですよ。夜はエッチな話 OK じゃないの？なしです。まあだけどちょっとまあ私たちもねいいお年なので、そうですね、結構エッチなネタも入れてます今回。エッチというかさ、ただの小学生のさ、面白い下ネタっていうわけじゃなく、あれでしょ、舞ちゃんが話したいのってその性の話もしたいんでしょ。そうだね。これってどうみたいな、例えば、今オフパコって言葉あるけどそれについてどう思うってことを喋りたいとかあるじゃん。あるね。その闇が好きだから舞ちゃん。本当にさ一般的にはちょっと引くようなことっていうのも、私たちはさ一応さその売れない役者っていうもう今や役者っていう肩書き私に関しては名乗っていいのかっていうところではあるんだけど、まあなんかいろいろそういう意味ではそういう裏側も知ってるわけじゃん。本当に底辺の世界だけど、でも底辺の世界だからこそ結構そういうのをなんか一生懸命やってるなんて言うんだろうね、人たちもいるから、なんかあんまり偏見ないのかなっていうのはあるのよ。まあそういうなんていうの性を売りにする商売とかもまあ多いんじゃない？てか金になるからね。性を売りにしちゃえば、やっぱりねこの役者やりますだけで稼ぐことはできないから、もちろん私は今工場バイトやってるし、そうだけどまあ現地はバーとかもやってた経験もあるじゃない。そう何かしらやっぱ別のことで売れない下積み時代っていうのは稼がなきゃいけないってなると、やっぱ女の子は手っ取り早くそういう性を売るっていう子もいるけど、まあそれも私は悪いことだと思ってなくて、その子たち割り切ってやってるから、そういう子たちもいるからなんか私たち目線のそういう話ができるかなって思ったの。ああそういうことに対してってことは舞ちゃんはおっぱいタイムやるってこと？やんねえよ。なんでよ、今言ってること全然違うじゃん。でもさ悔しいことにさ、そのおっぱいタイムの話してからさ、ちょっとチャンネル今見てくれる人が増えたんだ。増えた？やっぱりほらみんな期待
ワンチャン期待してんだよ。さっきまでさ2人くらいだったのが今5人くらいまでさ増えて本当ありがとうございますなんですけど、ちょっとおっぱいは出しませんので、まあね、じゃあまあ僕のおっぱいタイムやりますか。いやねマジでだってさあれでしょ、太ってる人ってさ服が擦れるから乳首が黒くなるんですよ。何そのもうバカにしてるじゃん。乳首いや俺はもともと黒いの乳首は。あそうなんだ。だって、高校の時に裸痩せてる時だよ、乳首見られたら、友達に大人の乳首って言われたの。真っ黒だったから。そうなんだ、だから元からなの。まあ銀ちゃんは色黒だよね元からね。そうだね、なんか色黒これさだんだんもう白くなんないもんなんかね。なんだろうね。なんかお父さんに昔聞いた時は、時が経つにつれ白くなるって聞いたけど俺は全然変わらないんだよね。なんでだろうね。20歳過ぎたら白くなったって言ったよ、父さん。あ、そうなんだ。ほらすぐ触る。なんかまた変なのになっちゃうイヤホン。またポンってなった。耳の穴がマジでちっちゃくてこのイヤホンあんまりフィットしなくって本当に。なんだよ文句ばっかり。髪のセットなんかしてんじゃねえよって。テーマがチラチラ変わるのがじわる。ちょっとずつ。玄ちゃんがねうまく。おっぱいタイムは本当にマジで消してほしいんだけど誤解されるわそういうチャンネルだと。ダメです。健全なチャンネルで行くんで。だって上今虹色だよ虹色本当に。いやでもおっぱいタイムに期待してんじゃない？ブラジルさんは絶対そうだよ。ないね。ブラジルさん私知ってる方ですけど。あそうなの？全くそうじゃない。サンバの時間、サンバのリズムで。サンバのリズムでおっぱいタイムみたいなノリでさこんな配信両親に見せられないよ。まあね。いや僕はねこっちの配信の方がいい。まあね。ゲンゲームズをお父さんが見てたらしいんだけど、そっちの方が恥ずかしかった。だって今は会話してるからさバカやってても一緒にやってる感じだけどさ、一人でさウェルカムタイムでやってた恥ずかしかった。もうそれ見られてんだと思ったら恥ずかしかったよ。まあ確かにね恥ずかしいよね。34で現何やってんだあいつ大丈夫かって絶対なるじゃん。でもそれで言ったら私だってアンポンタンチャンネルにいろいろさ自分のさ素を出して乗っけてるわけじゃん。結構恥ずかしいよ。そうだよね。まいちゃん結構普通の女性よりって言ったら変な言い方だけど、なるべくざっくばらんに自分を出そうとしてさ、それでも恥ずかしがり屋さんってのがあるだけで、結構チャレンジしてるよね。結構してると思う。だって次はどこ出しちゃうの？何どこサンバのリズム違う。意味不明。もうやめる？おっぱいの話。おっぱいの話はやめましょう。はい。お世話になってますブラジルさん。お世話になっております。知り合いじゃん。そうそう。誰だろう。それこそFM 熊谷で一緒に活動させていただいて。じゃあ分かった。同期の方で。もうテーマ決まった。ひどい。ブラジルさんについて。寝れなくなっちゃうよブラジルちゃんが。ブラジルちゃんなんだ。ブラジルさん私よりも年上のお姉さんなんでブラジルちゃんですが本当寝れなくなっちゃうから。俺さもう頭おかしくなっちゃってんのかもしれない。本当にちょっと変えてあげて。いやなんかさ悪いよ。おっぱいの話してたからさ、ブラジルのブラがもうまたちょっとエッチな。見て爆笑ですよ。ブラジルだからちょっとまあ書き直そうか。いやもう本当におかしい。だってさねこういう話していいんかわかんないけどさ、30代になってさ性欲がさあんまりなくなったんでしょ。なくなった。だから今これでしょブラジルさん。かわいそすぎる。もう次来週から来てくれなくなっちゃうよ本当に。私次どういう顔で会えばいいのか分からない。悪いのは全部僕なんです。ごめんなさい。これもう変えましょう。もう私知らないふりします。もうげんちゃんとはもう本当に、ね。まあちょっと話は尽きないですけれどもね。もうそろそろ12時になっちゃうのか。そうだね。じゃあちょっとぼちぼち。ずっと喋れるね。意外とね喋れちゃうよ。ずっとできちゃうわ。まあだってただでさえテーマに沿ってないし、だけどこれがちょっと私たちのスタイルで今後もやっていこうかなとは思いますね。まあなんかいろんなね話に行きながら、ブラジルさんランジェリーのブラプラスジルはもうあれです。もうあれですよね。やっぱねすごいうまくね受け取ってくださる。まいちゃん何時までやれるの？別に俺もずっと食べだって今見てくれる人増えてきてる。むしろだから10時からはさ他の人も配信してるからさ、そうだね。寝る間際ってなるとやっぱ12時以降の方がさ
意外とね、なんか寝ながら見る人、1時2時に寝る人とか多いんじゃない？実は私たちラジオトークっていうアプリで、ライブ配信してた時があって、やってた24時間配信とかやったね。そうあんまり告知とかせずに、それこそコロナ禍入った時に何か活動した方がいいよねっていうことで、ちょっと試しでやったことがあったんですけど、その時24時間耐久配信みたいのをして、24時間ずっと配信してるみたいな感じで、あれは楽しかったね。大変だったけど。そう大変だったけど楽しかった。食べ物とかももう事前に準備しといたよね。そう本当に声だけだったからね、別に食べながらやったりとかしてたね。でどっちかトイレ行った時はどっちかがずっと一人喋りみたいな感じで、でも2人だから結構喋れて、でその時も意外と12時以降から朝方のその深夜の時間帯がすごい多かったね。聞いてくれてる人が。あれ嬉しかったのがさ、そんだけ長くやってる人がそんなまだ多くなかったじゃん。 YouTuber もいっぱいいろんな人がやってるからだけど、ラジオトークはそんなにだったから結構100何人とかいたんだよね。そういた。だからああいうのをさ、実験的にやってみてたけどさ、ちゃんとこういう引き継いで俺らやってパタってやめちゃったりしてたから、それはもったいないかもね。まあそうだね。ラジオトークだってもう俺アカウント入れないと思うよ。そう私もこの間入れなかった。わかんないんだよね、ログインのあれが。少なからずいたもんね、そう応援してくれる人。喧嘩配信もしたよね。そうラジオ配信中に喧嘩しちゃうっていうね。喧嘩してましたね。それから心配されることよりも、こんな面白い配信聞いたことありません俺ら喧嘩してるだけなのに俺の目の前で焼きそばを食べるんじゃないって、で舞ちゃん痩せろ言うくせになんで食べるんだみたいなところから喧嘩になったみたいな。そうだね。全然くだらないことなんだけどね。まあね、みんなプロレス好きなんですかね。いや喧嘩してるでも恥ずかしいよ喧嘩見られるの俺は。まあだけどさ、まあね男女だからこそなんかぶつかるところもあるし、女子同士とかの喧嘩だと結構闇深いし。そうだ、ちょっとさまだ大丈夫なら聞きたいんだけど、さっきさ、テーマ自分の闇だったじゃん。前じゃんそういういじられてそういう嫌な思いしましたじゃん。なんか闇という闇はないの？言ったら例えば僕だったら人のこと信用できないから入ってるじゃん。なんとなく今正直人に言えないことあるじゃん。けどこう思っちゃうこととかないの？闇、それこそ闇だよ自分の。難しい。私の中で闇は若かりし頃だと思ってたから、なんて言うんだろう、ビジュアル系にハマったりとかそういう頃だからって思ってたけど、でもなんだろうね、情緒的な意味では、今結構闇深いのかなって感じ。それこそ闇って病気の闇の方だ。闇期みたいな。まあいわゆるメンヘラってやつですかね。そういう時期があるんだ。なんかやっぱ女性ってどうしてもさ生理があるからさ、あるじゃない、メンタルの波が。それは何？月ごとのやつでそうなるだけ？それって誰しも闇期があるってこと？そういうわけじゃなくて、そういうのがあんまりない人もいるし、まあネガポジティブだったりとかさ、考え方とかそういう価値観によって多分そういうのは変わるのかなと思うけど、まあ私はただでさえ自分に自信がなくてっていうのがあるからこそ、多分そういう時期の時にとことん病んじゃってズドーンっていって、で前もね YouTube の1週間動画みたいなの私上げたことがあって、過去見ていただければいいと思うんですけど、モーニング1週間ルーティンみたいな。そうそれの時にさ、火曜日か水曜日かあたりで玄ちゃんと撮影しました。でその次の日バイトだったけど、ちょっと気持ちが落ち込みすぎちゃって、でメンタリティ的にいけませんでしたっていう、本当に大人になってしょうもないことなんだけど、あれもそういう時期なんだ。あれも本当にいけなかったね。私基本的にそんなことでなんていうんだろう、仮病とかで休むとかちょっと考えられないというか、むしろそういうの俺はさ別に嫌だったら行かなきゃいいじゃんって思っちゃう方なんだ、正直。だけど舞ちゃんはいやそれは絶対ダメだっていうぐらいだもんね。で俺が理屈でさこうでこうだから僕が行かなくても迷惑かからないってどんだけ言ってもさ、それはダメみたいななったらもう絶対ダメだもんね。やっぱり行かないってなるとお堅いの
自分のやる仕事を他の人が補わなきゃいけないってなると、やっぱり迷惑かかることには変わりないし、そうだね、ただでさえその前々から休みますだったら問題ない、何も休むのは自由だし、だけどなんかその日急に休むってなると、そこをどうやって調整するかって、ただでさえ工場だと役割が決まってるから、まあ、いろんな人がなんかいろいろやんなきゃいけないってなると、偉いね、やっぱりちょっとなんて言うんだろう、バイトの身分だけど、まあなんて言うんだろう、だからこそバイトがいるわけでさ、そうそうなんか本当にマジで使えないやつになっちゃうなっていう、これがさ、もしかしたら仕事がバリバリにできますで普段から活躍しまくってますみたいな人だったら、あんまり思わないのかもしれないけど、まあ私はバイトで活躍も何も、ね、そう何もないよ、本当にたかがバイトだと私も思ってるけど、たかがバイトっていうあれもちょっとそれは言い方悪いわ。まあそれ悪いね。ごめん訂正します。ごめんはい。だけどまあそれを置いといて、バイトを休むってことはなんかそんな気軽にできない。まあ良くないことだからね。確かに周りの人に迷惑かけちゃうからね。そうそう。でも偉いなと思って。とは言ってもさ、ちょっと今日体調悪いも含めてさ、休んじゃったりとかさ、で休み取るのもさ、僕はなんか予定、例えば実家絶対帰るじゃない、正月、その時に休みたいって言って、いやちょっと人手足りないから休まないで、いやでもごめんなさい、どうしてももうそれはって言って、もう通しちゃうの、だけど舞ちゃんはちゃんと交渉したりするじゃん。ああそうだね。だから相手のこと考えてじゃないけど、結構休めるのも自由じゃないと思ってる、だからその経営者とかからしたらこんないいバイトの子いないっていう風になるんじゃない？いやどうなんだろうね、まあ結構無茶してると思うよ、機械壊したりしないでしょ？機械壊したりしてないけど、まあそういう人もいたりするけどまあそういう話はまあちょっと会社のことだから置いといて、まあ工場だからね、本当にね、機械使って肉切ったりするからね。そうそう、いろんな人がマジでいんのよ。でなんか多分なんて言うんだろう、結構キャラ濃いなってやっぱ感じた。やっぱ働き始めた時、どこまで話せるのか分かんないけど聞きたいわ。なんかこんな人いるよとか。正直私入ったばっかりの時、自分以外みんなグレーゾーンだと思ってたんだけど、どういうこと？グレーゾーンってどういう意味？マジで偏見だよ、本当になんて言うんだろう、ちょっと病気なのかなとか、そういうなんかマジで偏見で、マジでこれ残るのよくないんだけど最低だ。正直思ってたんだけど、なんか今となっては2年かちょっとくらい働いたけど、2年働いて今思うことは、もしかしたら一番私がやべえやつかもって思う。まあね、27歳で、まあ34歳でこんなことをやってるのもね、確かに社会不適合者だからね。そうだね、まあ確かにそのグレーゾーンっていうのは分かんないけどさ、3人に1人は何かしら障害持ってるっていう、僕福祉で働いて、舞ちゃんもそうじゃん、福祉で働いてた時にそういう話聞いたことあるよ、だから自分はないと思っててもあるんだと思う。そうだね、やりたくないと思ったらもうできないもんなと思って。俺なんかそれこそね HSP だっけ、なんか繊細さんっていうのはなんかそういう動画が一時期さ流行ってさ、結構見てたりしてたけど、割と私のその日常と該当するというか、結構気疲れしちゃって帰ってすぐ寝ちゃったりとか、なんか周りの音とかにすごい敏感だったりとか、そういうところで私もしかしたらちょっとそういう繊細さんっぽいのもあるのかなって思うけど、まあだけどとは言っても繊細にするべきところ繊細にできない時もあるし、まあそうだね。まあそれはここは繊細だけどここは大胆とか、意味が分かんない。やっぱおっぱいタイムになっちゃうな、大胆で。そうなるの本当に。ブラジルさん聞きってコメント忘れてしまいますが聞いてます。ありがとうございます。もう本当に寝落ち配信なのでね、皆さん見ながら聞きながら、聞き流しながら寝てっていただければ、はい幸いでございます。本当にそういう感じでお気軽な感じでね。みんなさ、何時に寝るんだろう、大体平均。でもさ1時くらいなんじゃない？それか12時か。私はさすがに工場のバイトが早い時とかは12時半くらいにはやっぱ寝ないと本当次の朝が、特に冬だからしんどくて、そうっていう感じだけど。だってもうすぐ2時間経つけどさ、あっという間じゃない？あっという間。俺まだ全然配信できるもん。いや私も全然配信できます。でなんかさ、まだこれです
23人とかだったらさ、まあそろそろ終わりなのかなって俺ら思うけど、5人でさっきまで7人だったからさ、なんか見てくれてる人いるなら別に夜の方が多いのかな。じゃあ見てくれる人がゼロになるまでやる。見てくれる人がゼロになるまで配信。いやでもそりゃしんどいしんどい。ゲーム配信してる時に俺何回か騙されたことあるから、それはね、みんなノリノリでさ、じゃあもう一日やりましょうよとか次朝までやりましょうよって言ってさ、ちょっと無理してやったことがあったのよ。それを言ってた張本人が「誰々さんいます?」って言っても全然反応ない。寝落ちしてるのか、もうさつけたまま寝ることもできるじゃん。でその人がいる限り俺らゼロになるまで配信しますって言ったらさ、その人はこうやって寝て「あまだやってんだ」っていうのでさなっちゃうから、もうダメよそれは。そうだね。でもなんかどっかでやりたいね、その24時間耐久配信とかさ。てかなんか面白いがってもらえるような、みんなが楽しんでもらえるコンテンツ、僕最近ねいわゆる有名な生配信者さんとかのやつ見たりするんだけど、やっぱ面白いの。あ、そうなんだ。その人はなんかこう事件とかこうニュースとかを取り扱ってさ、みんなでこうわーって喋って、もう登録者も多いからすごい面白いんだけど、それはできないじゃん、僕らは。だからなんか僕らなりのなんかないんかなって。確かにね、一応このチャンネル自体が売れない役者って私が売れない役者舞子ですっていう動画投稿から始まって、で途中玄ちゃんに小劇場の闇っていう感じの回で出てもらって、でそこからちょっといろいろと話していくうちに一緒に YouTube やろうかという話で今は2人のがいろいろできるしみたいな、そうなったんですけど、まあなんかそう考えると一応玄ちゃんはさ結構舞台本当になんだかんだで8年くらいもうやってて、そうで私は本当に舞台やり始めて1年くらいですぐコロナになっちゃって、でこの YouTube みたいなのがあるから、なんかまあそういうなんて言うんだよね、でもこういう活動できるのも私たちくらいしかいないというかさ、なんて言うんだろうね、一般職とかついてる人には分からない分野ではあるじゃない。いやないよ、ちゃんとした人間じゃないんだもん、僕らは。そうちゃんとした人はね、ちゃんと社会貢献して働いてくる、そうなんだよ。そう何の役にも立ってないから、ね、何の役にも立ってないの。消費するだけ何かを僕らは。だからなんか社会不適合社会の役立つ今多分寝落ちしてる人起きちゃったよ。びっくり。俺にも言って。役立たず。うわふーってなんでそれに快感を覚えてんの。誰も言ってないじゃん。快感覚えたなんて言ってないじゃん。そういう表現でしょ。以外もう一回言って。役立たず。おいさすが役者だね。そのいじりが一番嫌なの。これ役者いじりって言います。役者いじり一番恥ずかしい。なんだよ、さすが役者だね。だからさ、みんなその一般職やってる人さ、みんなめちゃめちゃすごいと思うの。ちゃんと働いてちゃんと決まったさ時間に行ってさ、で社会の役に立ってるわけじゃん。俺はバーで働いてる時は社会不適合者って何の社会貢献もしてないんだけど、来る人ってまあそこそこ余裕がある人だったりとかさ、社会貢献してる人たちが来るわけじゃん。そうだね。俺ね、やっぱそこですごい思った。あ、すごいなって。明日も働きに行ってさ、ちゃんとしてて、俺は大人じゃないんだなって今でも思うし、僕はもうなんか大人じゃないんだなって思ってる、本当ね。でもまあね、さ、なんて言うんだろう、社会人時代のさ、私の話、結構いろんな場でしたことあるけど、まあ私は舞台観劇にハマったところから、まあこういう今の活動始めるっていうところにつながったんだけども、そういう時とかはやっぱり舞台見に行って、結構感動していろいろとなんていうの、感激していろいろ得てたの、なんか。こう感銘を受けるというか、そういう考え方もあったなとか、なんかふとその物語と日常が関連づくことがあって、この人はこう考えてるのかなとか、そういうなんか考えるきっかけになってたから、まあそういう意味では本当に役割ってあると思うし、私たちの、でこうやって配信してなんかちょっとこんななんかしょうもないやつらがいるんだなって思う人がいたら、それはそれでなんかその人のね、なんかなんていうの、自信につながってるというかさ、っていう意味だから、なんか何事も、いい方にはつながってると私は受け入れ
るようにしてる。じゃあまいちゃんはどうしていきたいの？この今チャンネルさ、新しい企画が始まりました。アンポンタンラジオという。で、僕が最初聞いた時は寝る前の人とか寝落ちで聞いてくれる人が寝る時に聞いてくれたらいいなって言ってたじゃない、でもう一個そのチャンネル自体のさ、しょうもない私たちを見て、ちょっと笑ってくれたりとかしてくれたらいいなみたいなのがあるわけじゃん。じゃあどうする？もっと具体的に。なんか熱くなっちゃってんじゃん。どうするよ。俺は何にも思いついてないから。ね、その顔ちょっとさ正面でやって。アイディアは何にもないから教えてくれ。どんな配信なのこれ。意味不明すぎる本当に。俺ね、見てくださってる方たちももちろん楽しんでいただきたいんですけど、一番はまいちゃんに笑ってほしい。なんでだよ。もう受けたい、まいちゃんに。意味不明マジ。笑われたい、まいちゃんに。ブラジルさん役立たずでしびれる笑い。だ多分知り合いなんでしょブラジルさん。ブラジルさんも多分まいちゃんの役立たずって聞いた時にうえーって言ってる。ちょっと想像してみ。知り合いなんでしょ目つぶって。かわいそうマジでブラジルさんこんなに。カメラ目線で役立たずって言って。やだよ。めちゃめちゃ一生懸命働かせてんだから。見たいんだ多分すごい多分ふーって。じゃあブラジルさん一緒に言いましょう僕と。じゃあはい1。次のテーマいきましょう。いいよ。俺もこの役立てとふーやりたい。いいよ。じゃあちょっと玄ちゃんの希望でもうちょっと延長配信しましょう。まあ眠くなるまでやろうよ。で皆さんは寝ててくださいね。はい、皆さんは寝ててください。じゃあ聞いてよ。はい、テーマ思春期の相談相手。一応さ俺これ打ったりテーマやってるからさ、自分でテーマ言った後自分で盛り上げてねわーって。俺毎回これ手離さなくちゃいけないからわーまでワンセットで言ってほしい自分で。ちょっとこのねテーマっていうのも、私が考えたテーマじゃなくて元からこれに入ってたんで、もしかしたら3匹の子豚ラジオの時のそうだね混ぜちゃったからそうだと思う。そうテーマかなと思うんですけど、思春期のこれねちょっと、余談なんだけど、結構この机叩いたりとか、ここの缶カチャカチャってなると、入っちゃうか音がね結構振動が入っちゃう。マイクわかりました。マイクってだからちょっとだけ気をつけた方がお聞き苦しくないから。ここ失礼しました。いや大丈夫大丈夫。多分大丈夫今。そうなんで思春期の相談相手何も私ピンとこないし。でもさ1人か2人いない？僕だったら純喜って子なんだけど、なんか相談すること僕はなかったんだけど、なんかさ思春期の多感な時期ってさ、ああでもないこうでもないって話しない？人間とはとかさ、友達とはとかさ、考えるし、そういうちょっとその当時ね、今はなんか恥ずかしいけど深い話みたいなさ、するのが楽しかったりする時期ってあると思うんだ。ありますね。だそういうのする相手とかはいるでしょ。それはする相手はいるけど、思春期ってさ何歳だろう。いやでもねそんな縛られなくていいと思う。思春期っていうのは要は多感な時期って意味だと思う。だからそれは高校生の人もいるし大学生の人だっているし、今が青春ですっていう人だっていると思うよ。そうだね。だから、その多感な時期に要はちょっと若い時じゃない、過去にそういう話する人がいたかみたいな、成人してからでもいいんじゃない？難しいけど、割とその時その時で、私は関わってた人っていうのが特会引っかい結構特会引っかいだなっていうのは感じるけど、悪い言い方、ね、だけどなんか相談相手っていうよりかはその友達となんか愚痴を言い合ったり自分のそのフラストレーションとかを話して発散するという意味では、ずっと高校の時から友達のN 子ちゃんかな。名前は言わない方がいいの？一応伏せておくかな。オッケー喜びそうだけど N 子ちゃんはそうだね。そういうタイプでしょ。そうちょっと今度また聞いとく。そうだね。大丈夫か、ちょっと今一生懸命俺普通に純喜って言っちゃってるけど
いい名前だけだから、まあね、そうそうそう、私たちはねこういう活動してるから名前全然出るの問題ないんですけど、まあ彼女たちはね、医療現場とかで働いてたりするからね、まあ顔とかね、まあ名前ぐらいならいいんじゃない。まあね、ちょっと今はあれなんですけど、そうはなんかね、正直高校の時のグループは違ったのよ。そうだけどまあ高校の時がね割とねいろいろと人生について考える時間は多かったかなって思うんだけど、そうぼーっとなんて言うんだろう、何考えてたの、人生について。今後の人生というか、将来どうしよう何しようみたいな。そうそうなんかいろいろそういう悩み話せたのはその子だし、今もその子だなとは思うし、そうそうそんなもんかな。でもなんかね今ピンとこないかな。なんか僕はさ、この思春期の相談相手っていうのはさ、そのほぼ悩みって人間関係じゃない、例えばお金がもっと欲しいもさ、人間関係の上でさ必要とされればお金もらえるわけじゃん、商品を作るにしろ何せよね、だから大体悩みって人間関係なんだろうなって僕は思ってるんだけど、そのことを一番よく悩んだのってなんか中学校、高校とかだったの、要は正しい善悪が分かんないから、そうだね、これあっちが間違ってるように感じるけど、それを言葉にするほど知識もないし、なんかこう追いつかない、でこれってなんかその子供の頃にさ、泣いちゃったりわーってなっちゃったりするじゃん、あれってなんでそうなってるかって言ったらその感情に言葉がついてないんだって、あこれはこの感情は悲しいなんだ、この感情は嫉妬なんだとか、でちょっと複雑な感情でき始めるのが多分中学校ぐらいの感覚がしてんの。要はただの喜怒哀楽とかじゃなくてお腹空いたとかもそんなんじゃなくてさ、その嫉妬とかさ、ちょっと複雑になってくるじゃん。でも名前がつかないからモヤ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 すんのよ。でもそれをさ僕はこうこうこうでこう思うからここが間違ってんじゃないかなって言葉にできる相手がいると、自分の頭の中でだけで考えてる時って整理されないのよね、相手に何か説明したりとか相手に何か例えば技術でも何でもいいけど教えてあげた時の方が、より自分の体に染み込むのよ、ただ技術だったとしても、だから多分そういう相手がいた方が、なんか大人になった時にこうブレずにいられる部分はまあ今こんなろくでもない人生を送ってしまったから言えないんですが、でもなんかそういうのがあるのかもしれない。要はさ一見正しいことっていっぱいあるじゃん、例えば舞ちゃんがバイトじゃあ休んじゃダメだって言ってさ、ディベートしたとしてさ、なんでバイト休んじゃダメなのとか、人に迷惑かけるから、なんで人に迷惑かけたらダメなのとかなんか突き詰めていくとさ、あれまあ今のは舞ちゃんの言う通りなんだけど、なんかそう思い込まなくてよかったなって思うことっていっぱいあると思うんだ。そうだね。でそれは傷つければいいと思うの。でも気づくことができなくなってっちゃうような大人になると、それがなんかそういう時期にそういう話をしてた経験があればあるほどハッとできるようななんか気は僕はするから、そういう相手は大事なんじゃなかろうかとは思ってるんだけど、どう思う？なんでそのちょっと興味なさそうなふーんって。違う、頭の中で今考えてた。そっかと思って。じゃあちょっと考える時間取るから目つぶっていいよ。なんでだよ。いいよ。いやそれはゆっくりずっと喋ってなくちゃいけないわけじゃないからいいよ。目つぶってごらん。なんかねでもほらちゃんとワンツー怖い今こっから見始めた人はマジでやばいチャンネルだと思うから。あらまいちゃん、やばい人だと思われてます。寝て目がだんだんまぶたが重くなってくるよ。考えろ。ワンツー何よ本当に意味わかんない。考える時間が欲しいかなと思ったからな。いらねえよそれ催眠術だろ本当に。何が催眠術だよ。使えるか催眠術なんて。なんたら現在先生じゃないぞ。誰それ。知らない？ここも悲観のさ。よくなんか YouTube とかに出てくる人か。催眠術かけられたいわ。何なんか喋ろうとしたっけ。なんか、私確かにその若い頃っていうかさ、中学生高校生の頃、まあいろいろ相談したっていう経験とか、その相談したことによって解消されたとか、すっきりしたみたいな経験があるからこそ、大人になってから
この人に相談しようっていうのは正直ないけど、それこそ N 子ちゃんとかはもちろんあったらいろいろ話したいことバーって話すけど、そうじゃなくってなんかその都度バイト先だったらバイト先でストレス溜まった時に、この人だったら話聞いてくれそうで話したりとか、なんかなんて言うんだろう、その場所その場所で適正する人、なんかこの人に相談したらいいアドバイスくれそうって人を選んで話したりするようにはできてるかもしれない。話したい、愚痴だとしたらさ、多分舞ちゃんのやつは、その話したい話題を話せる人、だから友達を取捨選択してるというか、この話題はこの子に話そうみたいな、この話題は、先生の悪口言うならこの子、友達の悪口言うならこの子とか、人生についても嫌になったらこの子とか、お父さんお母さんの悪口はこの子とか、多分、もう幼いながらにさ、取捨選択って言葉があってるのか分かんないけど選ぶじゃん、友達を。その話を一番ノリで聞いてくれる人、気持ちよく話したいから、多分それなんだと思うよ。なんか多分気持ちよく話したいっていうのが結局あって、誰しもだからなんか選んでるわけで、でまたなんか逆にいいように使っちゃってるような人も多分いて、とりあえずなんか話したくって、だけどなんかこんな気軽な話をいつも聞いてもらってる子には話せないなっていう話とかは今日どうでもいい子に話したりとか。そういうのもあったりするけど、意外とそういうのが人間関係のコミュニケーションにつながって、なんか良好な関係を築けたりとか、なんかこの子はちょっと性格合わないから全く話さないだけだと本当にその場で終わっちゃうけど、意外とこの話してみたら面白い返しが来たみたいなこともあるし、っていうのはなんか大人になったかなって感じるかな。だからなんか聞いてさ、ノリノリでそうだよねって肯定してくれる人も楽しいだろうし、なんかそのディベートできる人、舞ちゃんがなんか悩んでてさ、でもこれってこういう考え方もできないとか言ってくれる人だと思う、この思春期の相談相手っていうテーマが。そうだね。だからそれを都合のいい人を選ぶじゃん。いい人ってさ、自分にとっていい人だから、自分にとって都合いい人が多いと思うけど、だからそのディベートできる相手がいるかいないかは、なんかちょっと後々誰かと対話しなくちゃいけない時とかさ、楽だよね。その愚痴っていうコミュニケーションしかやってこなかったら、多分それしか話せないんだと思う、多分大人になった時。俺も話せないけどね、あんまり。本当に愚痴ばっか言ってる人もいるからね。いるし、そういう会話のやり方しか知らないんだと思う。なんか口を開けば愚痴ばっか言ってるって人はなんかだんだん嫌になってきちゃうもんね。一緒にいてね、悪口ばっかだとね。なんかそういうのはだから面白い愚痴ならいいんだけどね。そうなんかもうちょっといじった感じのさ、舞ちゃんってゴリラみたいじゃん。だからそれは俺さ、やっぱすげえ悪口じゃん。舞ちゃんの妹ちゃんと舞ちゃんの悪口、俺ね、舞ちゃんの悪口を舞ちゃんのご家族と一緒に話すのが一番楽しい。もう舞ちゃんこういうとこあるんですよマジでさ、娘のこととかさ、姉のことをゴリラっていう家族なかなかいないから、マジで本当に優しいいい家族で、もう舞ちゃんのお母さんって舞ちゃん本当に優しい、本当に優しい子ってこういう子なんだなって思うけど、に輪をかけて優しいの俺お母さんだと思うもん。まあね、本当、だって僕舞ちゃんのお母さんもそれはかなりのさ、ご年齢だけど、俺天使だと思って喋ってる。舞ちゃんのお母さんのことは。おかしいでしょ。お父さんのことはクマだと思ってる。でもその表現が2人とも合ってる。大柄なね。まあね、本当にでも内面さ、舞ちゃんのお父さんとお母さんの話でいい、内面がさ、いざって時強そうな感じは、俺意外とお母さんにも感じるの。私もその通りだと思う。だからお父さんの方が柔らかい、見た目に関してすごい柔らかい感じを感じる。確かにチャーミング。だからなんかふとお母さんの方が喋ったと緊張する瞬間あるわ。まあね。なんか何か見抜かれてるじゃん。やっぱりね、そうほわほわして見えるんだけどお母さんは。だけど結構芯があるかなって思うから。だからおっぱいタイムなんて俺絶対ダメだよ、めっちゃ怒られちゃう。おかしい。ドルル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 、おっぱい見せるか見せないかどうする？見せない。分
かんないよ、お父さんが見てて言うかもしれない、お母さんに。ダメだ、こんなことやってる場合じゃないんだよ。まあね、そうそう、まあほら急に減ったもん、見てる人8人いたのが5、4って減ってる。今ね、おっぱいタイムって言ったから減りました。ダメか、やっぱ下ネタダメなんだ。やめようやめようやめよう、やめやめ、おっぱいタイムはやめやめ。はい、まあそんなしょうもない配信しておりますが、はい、ね、ぼちぼちエンディングですか？あ、行く？いいよ、まいちゃんのタイミングで。はい。まいちゃんはじゃあもう、ちょっと今日はね、初回ということで、まあまあね、お手柔らかにね、やりましょうね。ブラジルさん、思春期の大事がもうこの一個ハマるとずっと言っちゃうやつね。しかも下ネタの感じがね。ありがとうございます。まあちょっとまたね、来週配信していきますし、もうどしどしコメントいろいろ、なんかね、俺したいのが、ちょっと話、まあエンディングいきましょうか。まあまあ、はい。はい。はい、やりたいことがあるということで。なんかさ、後々でいいんだけど、こう電話でも話してみたい。電話通話つないでこうラジオ見てくれてる人と、たまにラジオでないリスナーさんがさ、悩み相談俺らなんかにしないだろうけど、なんか話したいことありますかとかさ、なんかだから徐々にだけど、まあだからそれこそ別に家族が俺らのね、家族が電話に出てもいいし、なんかこの真ん中に俺らの2人の間にあるじゃん、ここにポンってアイコンにしてさ一緒になんかね喋ったりとか、そういうことができたらまた面白いチャンネルになるかなっていう、なんかいろんなコミュニケーション取れたらいいなと。そうだね。エンディングの曲ちょっと大きい？ちょっと大きいかもしれないから下げてもらいましょう。まあね、ちょっといろいろと今後続けていきながらまた考えてやっていこうかなと思うし、もう私たちアラサーならではの、まあちょっと赤裸々トークっていうのをまた徐々にね、まあちょっとこのね、ゆるい雰囲気、僕らのね感じを楽しんでいただけて、なんとなく寝てっていただければね、そうですね、幸いでございます。はい、でまたさらに聞きたいことなど質問等ありましたらお気軽にコメントや、まあ、メールで概要欄にメールアドレスがあるので、そちらに送っていただいても構いませんのでお願いします。でちょっと時間がね、一応10時とか、まあ皆さんが寝始めるかなって時間に、毎週木曜日にやろうと思ってるんですけれども、ちょっと時間が前後しますので、通知だけでも行くようにね、チャンネル登録していない方いらっしゃいましたらしていただけたら幸いでございます。お願いいたします。はい。ではまあこの辺で、また来週お会いしましょう。はい。皆さんバイバーイ。